はい、どうも、ジャルです。すいません、今日は開始がちょっと遅れましたということで、今週もエボニープレイ配信を始めていきます。よろしくお願いいたします。はい、ってことで、コメントを読んでいこう。ザ・スピードストラックさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。暴れん坊は湧いてくるものですね。でも、周りがそれを許さない意識を持っているので、平和が保たれています。おー、素晴らしい。ナップが一番。神さん、コンジャルは、コンジャルは、コメントありがとうございます。サタモンさん、コンジャルは、ベイヤン、はよ来い。やべえ、読めねえ。アクタベ班の相手きついわ。これあれだな、あれだな、タイトルネタだな。あずがさんこんばんは。島流しさんこんじゃるわ。もっかすさんこんじゃるわ。のんのさんこんじゃるわ。よしあいさんこんじゃるわ。かつきちさんこんばんは。ということで、はい、皆さんコメントありがとうございます。すいません、今日ちょっと帰りがね、若干遅れまして、開始も遅れましたということで、今日はですね、タイトルにあります通り、また、呼んでますよ、アザゼルさんということでね、アザゼルという、新しいボスが出ましたね、ということで、ちょっとね、いろいろ、いろいろ変わったところをね、見ていこうかなと思います。ちなみに、これね、有名だから、呼んでますよ、アザゼルさんっていうタイトルを今日使いましたけれども、実は私、見たことがないですっていうね。はい。だから多分、サダタモンさんのコメントは、本家ネタな気がするんですけども、私、表紙とかアニメの、あれしか知らなくて、私にとってのアザゼルは、アームズっていうね、あの週刊少年サンデーで連載されていたアームズっていうのに出てくる、はい、隕石のね、名前がアザゼルって言うんですけど、もうそればっかり浮かんじゃいます。はい。でも、きっとね、アームズじゃ伝わんないなと思って、おー伝わってる。皆川先生ですね。その通りです。その通りです。スプリガンも好き。いいですね。そうなんですよ。はい、私、皆川先生大好きで、ドライブも好きだし、アダムスだっけダイヤモンドのやつも好きだし、ピースメーカーも好きだしってね。はい。ちょうどね、アームズを最近読み返してたらアザゼルが出てきてね、テンション上がってます、勝手に。モッカさん、私もタイトルしかわかりません。アマサールさん、コンジャルはコメントありがとうございます。アームズ意外に伝わるぞ。皆さんね、年齢が多分ね、ちょっとお高めなはずなので、そう、年代としてはね、伝わるんじゃないかなとちょっと思っているんですけども、はい、アームズね、アニメ化した時はね、プロジェクトアームズっていう名前になってましたね。そのアームズでね、使われていた、エンディング曲、ガーネットクローのね、コールマイネームがめちゃくちゃいいんですよ。カミさん懐かしい。工作さん、コンジャルはおめでとうございます。ありがとうございます。和樹さん、スイッチのゲームしか知らない。スイッチにゲームあんのアームズ格ゲーっぽいな、それ。はい。そんなところで。いや、そう。とりあえずね。アザゼルですよ。まだいるよな。そう。いや、まだいるんですよ。うちのサーバーでも、さすがにまだ多分そんな簡単には倒せてないようで、多分ね、何回か倒したようで、消えてるのを見たことあるんですけど、これワールドチャットに共有しても、だいたい、ずっと残ってるので、アザゼルさんね、新しく出てきました。スキンさん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、これもね、まがまがしい。はい、打天使ですかね。悪魔ですかね。はい、アザゼル。打天使、現在と食材を象徴する悪魔ということで。はい、よくね、神話とかで出てくる単語ですよと。はい。いうことで、新しいのがね、出てきましたね。はい。ナツキングさん、アザゼル、クラーケンが枯渇してます。枯渇するいや、そう、これね、サーバーによって多分違いめちゃくちゃあると思うんですよね。うちのサーバーって、まあ、あの、マックスでも多分43とかで、そういう方たちにとってもね、多分きついはずなんですよね。だから、アザゼルも全然倒せてなくて、クラーケンも、それどころか焼き鳥さえ余るので、はい、なので、うちのサーバーにとっては、これが増えたところで、大きな影響は実はないんですけども、ただね、そう、テュポーンとかは、めちゃくちゃ倒したくて、はい、そこが影響があったんで、その辺はね、ちょっと話をしていこうかなと
思います。さあ、タモンさん、往生50マジかって感じで。いや、ほんとそうなんですよ。そう、お品書きにも書きました。計50のね、準備が着々ということで、もうこの辺はね、もう本当に50の布石でしかないかなと思ってるんですよ、と。はい。のんのさん、初回リワードのためにラリーしてくれました。ありがとう、ありがたい。いや、いいですね。素晴らしい。かずきさん、僕にちょっと差が開くのを恐れて少し大きいところに引っ越しました。そう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 、その話も今日ね、しようと思ってました。のんのさん、枯渇サーバー。いや、枯渇サーバーすごすぎ。もっかさん、OK 当たりました。そこいや、そこもう今日話したいのはそこ。ね、OK 当たったんですね。すげえ。かずきさん、アザゼル、クラーケン、計40人以上が投げ払ってくれます。いや、それなんだよな。さすがにね、これは、もう大手同盟以外、息できないよねっていう感じがちょっと若干していて、ちなみにね、うちのサーバーの、第一同盟はね、この SNG という同盟になっていますと、43だ。あれ42だったのにこの前まで。今回で43に上げたんじゃねえか。うわ、43、2人になってる。あれ、ガーキンはどうだガーキン。ガーキンも負けじと上げてそうだけど。ガーキン、アングリーガーキンどこにいるんだ見当たらね。見当たらないな。でかい城だと思うんだけど、アレックス、シーン、エイプリル、レッド、デュークさん、あった。キングダー、リョウさん、ジャック、ミドルメイヘあ、いたいたいた、アングリーガーキン。やっぱ K43 だ。K43、3人になってる。いや、さすがにこれは、格差がやべえな。島流さん、クラーケンは元気玉でいけましたが、アザゼルは玉砕しました。元気玉ってあれかなラムネかないやー、これね、結構えぐくて、よいしょ。夏金さん、COC とモンハンで王権稼ぎします。いやー、王権、そう、加速しましたよね。ヒカさん、コンジャルはスーパーレアのカードパックを注るのがありがたいです。そう、これ、そう、カードパックも、これ、あれですよね。リアリティスーパーレア以上のカードが必ず1枚含まれます。本当にワールドシビライゼーションスーパーじゃん。何これやば。え、これ確率表記、ノーマル70%、28%とかあるけど、これ、実態は、スーパーレア絶対落ちるんですかね。これ、マジ超惜しい。何これ。えぐすぎる。これさ、この文明カードのパーセントってめちゃくちゃきついんで、基本的に集まることないんだろうなと思っていたんですけども、そう、一位同盟とかでこういう、ボスモンスターを頻繁に買ってくれるようであれば、その、現実的ですよね、集まるのが。いや、これね、全然違うよ。いやもうここはしょぼいけどね、そうじゃないところがやばすぎる。島永さん、モンハンで1個王権当たりました。集まりやすくなったのが嬉しすぎる。いや、そう。これね、皆さんが王権って言ってますけど、こいつね、ハンターラッキーギフト。はい、これが1日10回までね、入手可能になっていて、ここの0.81%で、この次戦宝箱王権がね、手に入るんですよ。で、これ0.8%ってなってますけど、1日10回開くので、毎日8%チャレンジができるんですよね。毎日8%チャレンジは、さすがに引けますよ、ということで、そう、もうすでにね、X で王権のかけらゲットしましたっていうのを、私もちょいちょい見かけていて、今もね、コメントしてくださった方がいらっしゃる通り、王権のかけらがついに集まりやすくなったんですね。もうこれまでかたくなに、なんだろう、全然、入手がそのできる方法を絞っていた王権のかけらが、ついにね、ばらまき、ばらまきってほどじゃないけれども、はい、取得しやすくなって、これめちゃくちゃ優しいですよね。で、この、ランダムに一つなんで、0.8%しかないので、まあ、王権
のかけらはね、なかなか一番のレアなので出づらいかもしれないけど、それでも 0.8% ってまあまあ高いですし、まあこれが出なかったとしても、ね、安全資源箱ウルトラレアがね、10点に入る。まあ、外れがね、40%含まれていますけれども、まあ、それ以外のやつ普通にいいんで、荒れ地10嬉しいじゃないですか。まあ、強化石100はもうちょっとくれてもよくないと思いますけど。ね、ラブボックス10もめちゃくちゃ強いし、はい、これね、ハンターラッキーギフトめちゃくちゃいいですよね。工作さん35個開けたけど、分かりませんでした。まあ、そう、結局、そう、まあ、1日10個で約8%っていう言い方しましたけど、一応ね、1回ごとは 0.8% なので、そう、あくまでね、確定はしないんですけれども、いや、35個開けて、当たらないの悔しいですね。いや、引き戻しがありますよ。どっかで引きますよ。夏キングさん、フェニックス以上は、またはレベル6以上でハンターラッキーギフトはもらえるんでありがたいですね。いや、そうなんですよ。はい。で、このハンターラッキーギフトの話なんですけど、今、夏キングさん書いてくれたように、フェニックス以上は一応含まれてるんですよね。ということで、私、そう、昨日とかね、一昨日とか、結構ヨルムンガンドとかを、ラムネ使って倒したりとかしてたんですよ。ちなみに、化身の方はね、ハンターラッキー宝箱とかね、含まれてなくて、はい、寄進も配ってくれよって感じだったんですけど、残念ながらね、くれませんでしたね。はい。で、通常のヨルムガンドも落とすラインナップに含まれてるんですけど、私はね、ゲットできませんでした。はい。このハンターラッキーギフトも、毎回ね、もらえるわけではないので、はい。これね、まあ、この、重決の結晶とか、金穴とかと一緒で、まあ、このあくまで獲得可能なアイテム全部落ちるわけじゃないので、運が良ければ、このハンターラッキーギフトが倒れますよと。で、1日10回までですよとなると、やっぱり毎日、このハンターラッキーギフトを、落とすボスモンスターを、もう、たくさんね、勝ってくれる同盟と、そうでない同盟の格差がやばいんですよ、今。はい。で、あのー今私のいる同盟で、まあ、そもそもね、このお助け、後でまあお話しするんですけど、王の花道のお助けのその期間中300回、それさえ、あの、厳しいログイン率というか、まあ、そもそもね、メンバーが40人ぐらいしかいないので、厳しい中で、さらにこういうのが出てくるとなると、まあ、正直、もう一位同盟しか息できないよなっていう感じがね、ちょっとしてきていますと。はい。これはね、さすがにちょっとえぐいなと思っていて、うちのね、サーバー、実質一強なんですよ。まあ、2位の同盟と1位の同盟って交易し合っていて、まあ、むしろ一方的にね、もう意味がやられているっていう状況。で、もうだいぶ人も減ったな。75人になっている。で、結構サブアカが含まれてるからね。はい。だからもうほぼ一強なんですよと。なので、ボスモンスターもね、ほぼ SNG がね、独占してるに近い状況。まあ、ティミーがね、ワープして、ソロ討伐とかをね、したりとかしているので、あれなんですけども、私、タイルに出したくて、この同盟にいるのに、タイル出してるだけじゃ、もう全く、なんだろう、差が縮まらない、こういうモンスターが出てきてしまったので、これ結構困っちゃう。あれですよね。自動モンハンラリーが加速しますよね。これ。そう、モンスターラリー多いのは、スタミナもきついし、張り付きが増えるからね、私のプレイスタイルに合わねえんだよなっていうのがね、すごく悩ましいんですけどもっていうのを、まあ言ってもしょうがないので、はい、ひとまずね、このハンターラッキーギフト、このもうすごいのが出てきましたと。はい。で、ただね、これ気になるのが、王権のかけらさあ、ここで配り始めたでしょ。これ、文明装備もさ、もしかして、真珠が赤真珠に変わって上位種が出てきたように、文明装備もさらに上位種が出るんですかね。
これね、先日出たこのロムルスセットってやつですね。これって今ケーキでしかゲットできないんですよと。はい、この王のパーティーのね、ケーキの、ここ。はい、4つ目。次戦文明装備の巻物宝箱2征服ってなってて、この2にロムルスが含まれてるんですけど、まあ、こんな感じで2に新しい文明装備どんどん増えてくんじゃないかなっていうのが。なので、今の文明装備、型落ちさせる前提で王権も組まり始めたんじゃないかっていうのをね、若干邪推しています。はい。まあ、ついでにケーキのとこ見たから、そのまま行くんですけど、これね、ケーキレベル5に、ハンターケージっていう新しいアイテムがね、出ましたね。使用した後、王城の近くにランダムで1匹のボスモンスターが捕獲できます。このボスモンスターは同盟レイドでのみで攻撃でき、一部のイベントアイテムはドロップしませんということで、はい、これ今パッと出てこない、キングコングの影とか、これ系はい、スルトを召喚するとか、ドラウグ召喚、バジリスク召喚みたいなね、私この辺まだ使わず残ってるんですけれども、いつか通過をって言って、そのまま使う機会がなく残ってますが、こういう、まあ、スルトとかドラウグと、まあ、似たような感じのアイテムとして、このね、ハンター、よいしょ、ケージというのがまあ出まして、まあ、ここでね、なんかアラクネだったかななんか雲みたいなね、モンスターが出るみたいですね、と。で、まあ、それがね、多分いいリワードを落とすんじゃないかなと、私見たことがないので、あくまでね、推測でしかないんですけども、まあ、そういうのが出るようになったりと、もうなかなかね、えぐい感じにあの絞り取る気満々というか、もう、自動、自動ラリー前提、かつ上位同盟前提な感じになってきた感じがね、してますねというので、あとここね、あの、この、このレイド月間カードを有効にすると、この機能を有効にできますって待ってる。これがね、これも今回ね、20、21が増えたので、こう上限増えてるんですけど、なんかどうやら聞いた話によると、検索というか、なんか召喚できるみたいなのを見かけたんですよね。はい、このレイド月間カードを使うと、はい、ボスモンスターを探すってなってるんですけど、なんか近くに召喚できるみたいなのを聞いて、なんか変わったんですかね。はい、まあ、どっちでもすげえなって思うんですけれども、はい、検索できるモンスターは以下となります。レイド自動回入適用されるボスモンスターは以下となります。なるほど。工作さんできます。やっぱそうなんですね。夏キングさん、バグかもしれませんが、近くに欲しいモンスターが湧くから出さない。ね、なんかそうらしいですよね。まあ、もう検索よりそっちの方が楽でいいですよね。まあ、他の同盟とかに奪われる可能性もね、少ないですし、回数制限があるやつで、わざわざ検索したにもかかわらず、ね、住んでるところで相手に取られたとかやったら検索損だし。夏キングさん、ハンターケージのおこぼれで、オートラリーのモンスターサーチがモンスター制できるようになりましたね。今の話ですね。そう。島永さん、同盟のメンバーが荒くねラリーしてました。やっぱそうなんだ。いやー、そう、だからね、そのケーキを完成させる同盟じゃないといけなくなって、で、うちのサーバーでケーキを完成させる同盟は、SNG とティミーだけなんですよ。SNG、TMI。はい。TMI はね、てか、両方古巣なんですけど、私。はい。でも、この2つの同盟にいるとタイルヒットがあるからタイルできないし、移籍もできないしで、あの私、他のゲームをやってる関係で、放置時間が結構長いので、そう、タイルや移籍ができないので、結構なディスアドバンテージで、行きづらいんですよね。ここがね、悩ましい。はい。で、そう、もう早くね、ナップになってほしいなって思うんですけれどもね。まあ、強い人はね、フルマーチでね、
入れてるタイルをね、やってるみたいなんですけども、基本的にはね、もうこの2つの同盟はもうタイルヒットがあるから、タイルと遺跡をやってないみたいで、逃げられるところでやってるぐらいかな。この人は強くなさそうだな。まあいいや。はい。で、荒くね。まあさすがにそんなタイミングよく出てないか。そう、荒くね、何落とすのか私知らないんだよな。見かけたことがなくて。まあいっか。まあ大して。あんまり関係がないので、まあ、スルーするとしよう。はい。で、フェニックスの、まあ、15以上から出るよという話はありましたが、ヒドラのね、4とか、あとケルベロスとかの4とかからも落ちますということで、私、ヒドラの4なら無傷で倒せるので、ヒドラの4とかフェニックスは倒して、ただね、ヨルバンガンダがまだダメージを食らうので、なんていうか、ヘカテのことも考えると、なんか、モンスターを倒せるように、その騎兵のバフとか将軍を育成急ごうかってね、なんか悩み始めましたと。あ、ウォーロードがいる。ちょっとブックマークしとこう。今の、カエサルが帰ってきたら。5はダメだよな。5はね、出ないんですよ。あ、5出るハンターケージ出るじゃん。え、ちょっと待てよ。こんなレードやってる場合じゃねえな。ウォーロードの5もハンターケージ落としますね。ちなみに私、ハンターケージね、まだね、1回も落ちてないので、引きたいなって思ってるんですけど、そう、まあ、そもそもね、こういう大物のボスってすぐいなくなっちゃうんで、いやー、ということで、そう、これね、まあ、うちのサーバーもまあそんな影響がありますよと。あ、ヒドラエピックだ。はい、この辺もね、はい、落ちますよね、当然ね。ヒドラエピックなんて私倒せないから。はい。そう、もうこのね、ハンターケージ、ハンターラッキーギフトか。ハンターラッキーギフトはね、これはね、世界変えますね。えぐいですね。はい。しっかり育成して育てて、計50に備えてねっていうね、運営からのね、メッセージだと思いますよね、これね。で、島内さん、だからハイブの近くにヒドラ4が大量にいたんですね。多分ヒドラ4を多分たくさん出したでしょうね。はい。出せるなら出し得ですからね。いやー、そうなんですよ。そうで、まあ、うちのサーバーでも、まあ、こういう格差があるので、なかなか影響が大きいですよという話をしましたけど、これ多分別にうちのサーバーに限った話じゃなくて、他のサーバーも全体的にモンスター討伐争い激しくなったんじゃないですかね。だって、ハンターギフト、ハンターラッキーギフト、めちゃくちゃ美味しいから、奪い合いになるでしょ、こんなん。はい、なんか、もともとモンハンってね、荒れがちというか、はい、ソロヒットだ、ルール破っただのでね、戦争の火種というか、なんていうか、イチャモンもね、しやすい。実際の、悪いのもあるだろうし、見逃したとか、ミスとか、意図的だとか、ね、まあ、いろんなので、その、争いのね、火種になりやすいんですけれども、これ間に合うかな。まあ、運が良ければ取れるでしょうということで、ラリーかけとこう。でも参加者がいないとあれだから、ラリーに参加してくださいって書いておこう。よいしょ。こう書かないとね、そもそも参加者がいないとかがあるんでね。よいしょ。ヒカさん、サーチ機能でモンスターが湧くのは、ディベロッパーズレスポンスで予告されていました。同じく予告されていた消費還元のレベルアップ来なかったらですが、まだ揉んでるところかなと期待してません。あ、期待したい。ああ、そうなんだ。モンスターが湧くのはもともと予告されてたやつなんですね。あ、そう、ヒカさんが言ってくれてた、そう、エクセルちょっと見ましたけど、そう、全部英語で、なんか王権のね、かけらとかの、
予定ありますかっていうところになんかノーって見かけた気がしたけど、王権配ったじゃんって思ったんですよね。でもそう、C5 の大陸のディスコードからね、私もエクセル見ました。勝木さん、ハンターラッキーギフトは100ずつ開けようと思ってます。ただいま40個。めっちゃ溜まってる。いいな。ただいま40個ってもう毎日10個ずつきっちり集めて、今日までで多分50個になるよね。だって先週の金曜からですもんね。素晴らしいな。これ、私のラリー参加者いないな。こんな、こんなノーマルモンスターを殴ってないでラリーに参加してほしいんだけど、ソロで殴るとイチャモンつけられそうで嫌だな。全く。まあいいや。そう、資源還元のやつ、来ませんでしたね。来るとしたら今週からかなと思ってたんですけど、その代わりに、またね、K50 に向けた準備というところで、まあ、これもね、アナウンスにありましたけれども、お知らせ見るか。あー、スマホで、スマホで保存しても、PC だと保存扱いになってないんだよな、もう。この、新バージョンの占い、運勢占いについてもね、ちょっと後で話していきます。はい、これで新バージョン昨日、これグローリー月間カード。これ、知らなかったんですけど、グローリー月間カードっていうのをゲットすると、バフがつくんですね。これ、えぐいっすね。グローリー月間カードを購入して専用バフがアップします。舞台の語彙力10%ずつだったのが25%ずつって、これ結構大きくない？後で見よう。スーパーセール月間カード。はい。で、これですね、新バージョン機能更新についてということで、4.90、メジャーバージョンがね、だいぶ上がってきましたというところで、ワールドモンスターの調整。はい。これね、これ1個目は、正直、解約だなと思うんですけれども、まあ、ワールドマップのモンスターを倒した後の全同盟に同盟ボスパッケージが送られなくなりますということで、ログインさえしていればね、他の人がボスモンスターを倒してくれた時に、同盟ボスパッケージっていっぱい配ってもらってたと思うんですけど、これがなくなりますと。はい。これなんでなくしたで、新アイテム、ハンターラッキーギフト、これまでずっと話してたやつですね。B15 以上とか、高レベル。大体、戦力200以上ですかね、の、モンスターにハンターラッキーギフトがね、追加されましたということで、1日ね、上限10回までですけども、かけら次戦宝箱などの、リワードがね、入ってますよというね、これが、目玉でしょうと。で、新ボスモンスターレベル20、レベル21、クラケン、アザゼルが追加しましたと。はい。ということで、これがね、これまで見てきたところですと、これ一番上のやつね、これはさ、これは、あれかね、オルト対策ですかね。オルトって別に参加しなくても、同盟にね、所属していれば、この同盟ボスパッケージ、めちゃめちゃ稼ぐことができたんですけれども、もう、オルトも、自動ラリーの課金をして、そこで稼げと。はい。いるだけでそこから資源回収するのはさせねえぜっていうことなんですかね。これね、別にオルト対策の可能性があるんですけども、まったりプレイヤー、軒並み殺す仕様変更なので、これね、結構影響大きいと思います。これ悲しんでる人多いんじゃないかなと思われます。はい。で、王家を狙う盗賊イベント、リワード向上。はい、これね、王家を狙う盗賊の宝箱と王家の宝箱のリワードを向上させましたということで、はい、これね、私がちょいちょい開いちゃうんですけども、貯めてたので、これ、上がってましたね。これ後で見ましょう。はい、王の花道と軍隊の少々の最適化。一部のクエストの難易度を緩和し、リワードを向上させました。これさ、これで、難易度を緩和しの、あの、次元がおかしいのよ。てかね、これそもそも軍隊の招集って死ぬほど大変で、これクリアできる人限られてたと思うんですよね。はい。
手かけんの遅えだろっていう感覚ではあるんですけども、今回、ね、軍隊の招集めちゃくちゃすごいことになってるので、そこをね、話していきましょうと。はい。で、停戦協定の、状態を迅速に把握できるよう、停戦協定期限の通知機能を追加した。これは素晴らしいですね。停戦協定が切れる際に。でもこれね、私、期限切れる前に結構更新してるので、もしくは能動的にね、あの引退プレイヤーの城殴って切っているので、これまだ見てないんですけども、通知はね、いいことですね。はい。ということで、こんな感じで、今回ね、いろいろ変更がありましたと、ハンターラッキーギフトをね、先に見てきたんですけれども、はい。計50準備のね、一つだと思いますということで、軍隊の招集を見ていきましょうか。ボーイさん、軍隊の招集の難易度バカ下がりで割った T13 各50万2万。そう。と、ほんとこれ。いや、ほんとね、これ今まで、一番下のクエストって、レベル13の歩兵を30万人訓練するとかだったのに、一気に2万になってるんですよ。これ、マジで頭悪いというか普通逆な気がするんだよな。逆というか、あのー最初の頃、てか、城のレベルに合わせて、この兵の数だとか、難易度をね、調整してくれればいいのに、最初そもそもバカ高すぎて、軍隊の招集全部クリアするのために、各資源 13B ずつ必要だったんですよ。計算上。T13 を30万作るのめちゃくちゃコストかかるんで、すべての資源が 13B、そうだよね。13B だよ。確かね。13B ずつぐらいなんか必要な計算になってて、どうしよっかな。私、2月にクリアするかっていう計算をね、してたんですよ。その準備をしてたんですけど、いや、得してるんですけど、まさかの、たった2万人訓練すれば OK みたいなね、ことになりまして、これ軍隊の招集ね、もうみんなね、簡単にクリアできるようになりましたと。で、あとこの、兵のね、やつだけじゃなくて、この罠もさ、別にさ、5万の罠作るの別に楽だったじゃんと。罠って無駄になりやすいので、あまり作りたくないよっていう人もいたりとかしたと思うんですけど、これもう7000なんて気軽に作れますよね、これね。はい。で、このクエストの条件がもう格段に楽になりましたと。で、さらに、これね、増えてるんですよ。この安全資源宝箱がね、もらえるようになってます。工場兵器とかでは別にもらえないですけど、この回復スピードアップがね、なんかめっちゃもらえるんですよ。はい。回復スピードアップめっちゃもらえるようになってるんですよ。訓練スピードアップ、回復スピードアップがね、もらえるようになりましたと。訓練スピードアップはね、なんか、こんなに使うことないんですけど、回復スピードアップがね、結構もらえるようになったのは、これは素晴らしい変更ですね。はい。だから、運営はいっぱい兵を作って、いっぱい消費してねと。はい。これね、捉え方を間違えるとネガティブ垂れ流す人増えるんじゃないかなっていうまあ、これ2万とかでね、作ってるうちには別に大量にはならない気はするんですけども、はい。無駄に兵をね、作る人増えるのかはね、若干心配ではありますね。はい。で、一撃必中。こちらもね、はい、条件が、今までのこれ、144K ってなんか真ん中ぐらいにあった気がするんですけれども、だいぶね、楽になりましたね。144K なんてあっという間で、終わりますね。はい、ここでも、安全資源宝箱がめっちゃもらえるようになってて、優しいですと。はい、あとはこの歩兵強化ね、ジェームめっちゃ配ってくるワロタということで、はい、なんかね、ジェーム超配り始めましたね。これ、すごく優しくて、将軍強化って、これね、100強化できるじゃないですかと。そう、もう強化を1000回とかやるのクソ大変だぜってなったとしても、これもクイック強化で100連強化を10回やれば12万、12万支払うかもしれないけれども、めっちゃ返ってくるっていう。いくら返ってくるのよ、これ。ちょっと待って、5000が10、20、30、
39かな。39だから、まあ、約40か。40だから、5万の20万。10万使って20万返ってくるみたいな。それぐらいのイメージですかね。もう、すげえざっくり。はい。強化しろと。まあ、制約とかでね、強化をしなきゃいけないことが増えたんで、はい。100連強化したって絶対得するっていうね、もう素晴らしい素晴らしい変化ですね。はい。で、戦力成長のこれ100万上げるっていうところね、ここはね、変わってませんでしたと。ただ、この安全資源宝箱をめっちゃ配ってくれるようになったので、はい。これが優しいですね。だから、どちらかというと、この T13 以上のこの辺をクリアして、100メガみんな増やしてねと。で、これを100メガを増やすのを軽率にやりまくると、ネガティブになりやすい城がどんどん増えてって、えっと、あの、サーバー戦争とかいろいろありそうだなっていうのがね、なんかね、ちょっと気になりますね。そう。こっちを下に上げるだけでは別にそんなに、そこまで戦力増えないんですけど、どうせクリアしてから、この100、戦力成長もクリアしようってやり始めると、ね、痛い目を見る人が増えそうな気がしていて、これはね、良い戦略だなと思います。はい。ちなみに、5日目のところもね、こっちね、100戦100勝別にあんま変わってない気がするんですけど、これ変わりましたかね。これね、なんかあんまり大きな変化は見られなくて、大規模攻撃は、このね、安全資源箱がもらえるようになりましたね。はい、ということで、これね、今439の、うちのサーバーの439の方たち見てるかな。大規模攻撃クリアし合いましょう。でもなんかね、この前50万のやつうまくいってなかったっぽいんだよな。これどうすればいいんだろう。アライアンスの建物に兵を置いてもらう、援軍を置いてもらうと思うんですけど、この援軍の置き方とかも決まってるんですかね。なんかね、前回殴ってもらった時、多分、80万とか90万ぐらいで殴ってもらってるはずなのに、なんか、50万人倒したことに判定になってない人がいて、なんか、この大規模攻撃、この一番最後のクリア、その同盟間同士で、援軍を置いてクリアし合うと思うんですけど、今までね、私参加者側であんま考えてなかったんですけども、今回やる側になるので、何かね、条件というか、あれがあれば教えてくださいっていうのと、もし今ね、見てる方が、うちのサーバーの439の方で見てる方がいらっしゃれば、これクリアしましょうって一緒にクリアし合った方がお得なので、はい、ぜひお願いします。はい、ということで、ちょっと上を見に行こう。ザ・スピードアタックさん、いきなりいきなり雷走りますよね。いやー、これは衝撃でしたね。ボイスさん、王の花道の全クリア報酬はめちゃくちゃありがたいけど、メフメトさん覚醒できるぐらい持ってるんで。そう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 。王の花道もね、王の花道はまだ2日目までしか出てないんですけれども、まあ、すでにね、片鱗がね、はい、この一生懸命でもめっちゃジェムもらえるなとか、はい、この資源がね、配られるようになってるので、これね、もうお助けが辛いんだよ、お助けが。これね、お助けを考えると、そう、これね、なんでさ、簡単にしたんだったらさ、お助けのクエストも考慮してくれなかったんでしょうね。この、同盟メンバーへのお助けを300回、これクリアできるのって、同盟の人数がそれなりにいて、みんなそれなりにアクティブじゃないと、これ300回多分無理なんですよね、7日間では。はい。これ結構、あのークリアできる同盟って限られていて、そう、闇市とかは最悪ね、ジェム支払えば、どうにか個人の努力でできるんですけど、これ個人の努力じゃないので、はい。もうそもそも10人ぐらいしかアクティブプレイヤーがいないよっていう同盟、もう即死ですよね。はい。人権がないそうでどんどん、過疎同盟の人権が奪われている。軍隊の招集のなんかクエストの下げ方も頭悪いなと思ったけど、ここを調整してないの頭悪いなっていうのをね思っ
ちゃったんだよな。はい。で、まあ、1日目のところはね、なんかそんなに大きな変更はなかった気がしますと、まあ、一応このね、安全資源ウルトラ箱に変わってたなぐらいかなというところで、まだね、3日目、4日目、5日目が開いてないので、どうなるのか。特に闇市100個が死ぬほど大変だったんですけど、これ変わってくるのか。これね、5日目じゃなくて、闇市100個が3日目に来るなら全然余裕なんですよ。5日目にあって、猶予が3日間しかないのが辛いので、こういうところをね、変えてくれるかっていうところは気になりますね。報酬を上げるだけじゃなくて、クエストを簡単にしていただかないと、はい、いけないんですけど、この同盟メンバーへのお助けね、300回ね、変わってなくて、私はがっかりしました。はい。で、この右上のところ、これですね。王の花道将軍宝箱ということで、新しいね、宝箱が増えましたと。で、これ何かっていうと、メフメと、今までメフメと固定だったのが、エピック歴史名称の引換書がね、もらえるようになりましたと。これがね、選択できるようになりましたというところなんですけど、これね、まあ、若干罠で、エピック歴史名称の引換書って、外れがめっちゃ含まれてるやつなんですよと。一応ね、今回ピックアップになってる香港一世が 7.81% ってなってますけれども、信じられないほど外れがいっぱい含まれていて、分母が大きすぎるので、はい、当たりがね当たりが非常に少ないですと。酒場の将軍とか普通に出てくるどころか、もうこれね、バルボラッソとかね、出てきたらね、もう、ショックじゃないですかと。はい。これ、右上で配ってる系もね、出てくるよね、これね、確かね。右上、右上配ってる系はいないさすがにいないっぽいか。右上配ってるのはいないかもしれない。それはまだ、いや、ましてもなんか酒場で出るやつ、こっから出てきてもしょうがないしな。ちょっとここはね、悩ましいところです。私はね、メフメトが欲しいんで、メフメトを、今ね、一つ赤い星ついてるんですけど、二体目の赤い星作りたいので、はい。メフメトさんをね、元老院に置くためにメフメト集めたいので、メフメトを私は交換するんですけれども、これね、選べるようになったのは、メフメトいらないよっていう人も、まあ、もちろんいると思うので、優しいですね。はい、ちなみに、こっち。ここね、変更なかったですね。この宝箱から来るやつ。はい、これをね、50でもいいからスタミナしてたら、みんなこぞってやってただろうに。はい。スタミナをみんな求めてるはずなのに、ここ変えてこないんだって思いました。まあ、食われたくないんでしょう。スタミナは金で払ってほしいんでしょう。はい、ということで、なんかね、いや、もちろんね、リワードが増えたのは嬉しいですよ。リワードが増えたのは嬉しいんですけども、若干短絡的なリワードの増やし方したんじゃねえのっていうのがね、あの、感想でございます。さて、塩谷さん、初めて王の花道クリアできました。まだ、5日目出てないですけど、まあ、クリアできるでしょうね、今回ね。和樹さん、王の花道目とか将軍の引き返しを選べるかでかい。まあ、でかいけど、プレミアじゃないからな。どうだろうな。私、こっちの引き返しを全然信じてないけどな。まあ、メフメといらない人からしたらね、確定外れのやつを引くより、ね、こっちでワンチャン狙って、ピックアップはね、出やすいですからね。はい。いや、これはね、喜ぶ人めっちゃ多いのは分かってます。夏キングさん、罠の報酬の加速もかなり増えました。あ、加速増えたんだ。確かにこれ50、40じゃん。えぐい。嬉しい。加速。その戦争っていうか戦場といったらこの加速だから、加速こんな配ってくれるの嬉しいな。さあ、タモンさん、私は訓練施設のレベル上げ中で未着手。それはこれもやり得だから早く完成させないといけないですね。ザ・スピードストラックさん、お助け300回どうにかしてね。ほんとそう。もうお助けにメス入れなかったのマジ何考えてんだ運営っていう感じです。はい。まったり同盟の存在を許してくれる気がない。サダタモンさん、使わない将軍をゼロから強化したらプラスどういうことだろう。あれかな、軍隊の招集の将軍強化の話ですかね。これ強化の回数だけを、計測するので、はい、使わない将軍をゼロからね、上げまくるのがね、最初のうち、
マイナスとかも出なくて、順増するので、数稼ぎやすいですが、まあ、1000回がね、ちょっとめんどくさいですよね。工作さん、怪我するからうちは15万かける5回攻撃です。あー、なるほど。神さん、オルト作ったの、そのお助けクリアのためでもあります。いや、そう、これ結局、複数人のオルトとかを使ってクリアしないといけないですよね。まあ、そもそも、その、お助けを発生させる機会っていうのが、多分、仮想同盟にはまず難しくて、その、建設をしなければいけない。でも、建設もね、私みたいに、レベルがね、38とか37のやつ、簡単に建設できないですし、で、毎日研究回復でしょ。で、私、今は回復してますけど、普段はなるべく怪我させないんで、回復もしないので、もう研究ぐらいしかお助け発生させないんですよね。私自身がさ、お助け発生させないので。そう、これね、お助けっていう仕組み、この、ここを結構考え直してほしいんだよな。先に進めば進むほどお助けを求める機会が減るはずなんだけど、あー、サイクさん、チャット遅くない。あー、おつじゃる様です。サイクさん、エボニーにも来てくれて。片沢さん、こんばんは、こんばんは、コメントありがとうございます。島流さん、ホーコンさん、めちゃくちゃ強いですよね。ホーコンさん、強いですよね。よいしょよいしょ。流れでみよう。そう、今回ね、まあ、ピックアップで、確率が上がってるホーコンさんなんですけど、騎兵のね、攻撃力 HP が50%アップし、歩兵と騎兵の防御力が40%アップするということで、いやーもう最近は50ですね。もう、善を良い王様らしいんですけど、火力はなんかね、悪い火力してますよ。はい。で、この騎兵の攻撃防御も上がって、しかも部隊定員も上がるということで、この部隊定員がね、上がるのが16%こいつ1人で上がるんですよね。これがね、えぐい強いと。はい。で、まあ、制約にはね、部隊定員がアップついてるのがもう8%これであるので、こいつだけで24%の部隊定員が上がる。はい。で、参戦シリーズだけど、そもそも、最新のね、将軍なので、効果が強いと。まあ、ただ、これ参戦シリーズって、騎兵の攻撃のね、スキルが多分つかない系のやつだと思うので、まあ、そこでね、若干マイナスの部分あるかもしれないですけど、いや、強いよ。強いことしか書いてない。はい。最近の将軍強いですね、本当に。レイドに参加する際の、騎兵の HP が10%とかもね、これも、いいやつですし、そう、ホーコンさんね、若干欲しいんですよ。ハーラル持ってないけど、別にこの新興制約の、までオープンするだけだったら別に、この2体いるからね、全然クリアできるので、若干ね、後で、何回か引いてもいいかなと思っています。チャレンジ。ヒカさん、お助けは仲間と回復1000本ノックするしか、300本ノックか。いや、そう、これさ、あ、やった、倒せた。はい、落ちませんでした。落ちませんでした。もう、ハンターラッキー宝箱をくれ。一回もゲットしたことないよ。いやー、ウォーロード5を見つけられたの熱いな。そう、一応ね、私も、それなりのボス、無傷で倒せるので、そう、いたらね、優先的に倒すんですけれども、大体はね、奪われることが多いので難しいのと、倒したところで、ドロップするとは限らないので、やっぱり試行回数を増やさないと、たくさん殴らなきゃいけないんですよね。やっぱここがね、結構厳しくて、はい、ちょっとね、小規模同盟がね、息ができなくなる、変更が続いているので、そう、仲間と1000本ノックするしかないよな、回復。ちょっと相談するか。そう、この必要性を解いて、みんな、お助けをこまめにやって、一気にやるんじゃなくて、ちょっとずつやって、お互いお助けしまくりましょうっていうのをね、多分、やらないと、そう、お助け300回きつすぎて、
はい。まあ、北方からのね、侵略者中なのはちょうどが良くて、何人かね、やってて、多分絶対怪我してる人いるんですよと。はい。そういう人にね、こまめにやってもらおうかなと思います。さてさて。サイクさん、ジャルさんの配信が好きなんで来ますよ。ありがとうございます。これで、全然関係ないというか、そう、似たような話で、エボにやってないけれども、ラジオ感覚で聞いてくれてるっていう、会社の知り合いがいます。私ね、別に隠してないんで、はい、私のこのね、JAL っていうあだ名はもう大学からずっと使っている、もう何十年使っているあだ名なので、会社でもね、同期とかは知ってるんですよ、というので、ラジオ代わりにね、聞いてくれてる方もいたりして、おもろいですよね。もうゲームの話しかしてないけどっていう感じなんですが。河合さん、コンチャルは報酬変更になってるんですね。またまた勉強になります。いつも楽しみに見てみます。ありがとうございます。いや、もうそう言っていただけると。はい。まあ、こういうね、変化があったよ、みたいなのね、毎週配信してる強みでね、あ、これ変わりましたよって言えるので、まあ、本当にそれをしっかりやる気になったら、昔の画像と比較を出すんですけど、そこまではしません。なんか、割に合わないし。はい。皆さんもね、コメントで教えてくれるから、3日間スピードアップもらえんじゃん、これ。めっちゃ偉い。はい。もうみんなで見よう。みんなで見よう。トーラスさん、強化のジェム節約するのは未強化将軍の100回強化確定させずキャンセルという。あ、なるほど。なるほど。単価が高くなるからか。考えたことなかった。そうですね。育ってるやつをやるより、2000をやった方がいいのか。いや、まあ私ね、100連強化じゃなくて、普通にゴールドで100回ポチ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 やってるので、私は、これね、今、最近はラウドンを上げて、こいつ、イシュトバーン。イシュトバーンのね、制約を上げるために、ラウドンと、この、ロベルト・グイスガルドを頑張って、強化でね、ポチポチやってるんですけども、そういうポチポチ勢は別に気にしなくてもいいかもしれないですけど、そう、時間をね、ジェムで買った方が基本的には効率がいいので、その場合は、よいしょ、育ってんのからいくか。こいつ育ってる。マックスまで育ってるやつにした方がわかりやすい。はい。育ってるやつを100連強化しようとすると、もう金額が高くなってるので12,400なんですけれども、なんかベンチボーマーの育ってない将軍ね、サッポーさんとかね、はい。彼女、もう何もしてないはい。こういう方を100連強化で2000払います。で、キャンセルすると、ずっと育たないんで、2000のままやれるんですね。なるほど。これが一番時間効率良さそうですね。ありがとうございます、トーラスさん。島永さん、香港さんは攻撃の議論書つけられますよ。マジめっちゃ優秀じゃん。はい、アンディカプトロ、thank you for your comment. Server, my server is 1186。うーん。Here. So this server. So, パッと英語出てこない。My ranking is 56。ザ・スピードストラックさん。T1 兵隊怪我させ300回やりました。30秒で回復する人数を助けて時間かかりすぎて2回目やってません。いや、そう。まあ私、別に呼びかけとかをしてなかったんですけど、まあ、今回ばかりは、まあ、一応ね、この5日目とかのやつを見てからかなとは思ってるんですけれども、そう、できればね、この王の花道将軍で私、メフメと、あとちょっとで2体目
を赤い星つけられるので、これ欲しいんですよ。なので、ちょっと5回目とかが、4回目、5回目あたりがどうなってる、4日目、5日目のクエストがどうなってるのかを確認して、それ次第で、協力し合うやつはね、気合い入れてやれば、その300回ノックできなくはないとは思っているので、はい、それ見て、やろうかなとは思っています。はい、これね、5日目が、王の花道と同じく、その敵兵をね、倒せみたいなのがあると思うんですよと。はい、で、これがね、どうなっているのか。これも、複数の同盟、他の同盟とクリアし合う方法があるかなとは思ってるんですけど、それがうまくできなかった時には、サーバー戦争をやんなきゃいけなかサーバー戦争を参加して稼がなきゃいけないかなと思うんですけれども、今回のサーバー戦争の相手がちょっと無理そうなので無理そうなので、はい、なんかね、サーバー戦争の相手が、これ違う。これは前回のやつだ。王の対決を見ないといけなかった。なんか王の対決見たらサーバー戦争のなんか数字なんか間違ってるんですよね。バグですかね。なんか一桁しかないんですけど。うちのサーバーね、1186で4つの数字書かれてるんですけど、相手のサーバー、なんか数字1個しか見えないんだよな。おかしいんだよな。はい、ということで、マジね、サーバー6とかもう絶対勝てないから、もう今回 SVS 全く参加する気がないんですけれども、はい。っていうのを考えるとね、金曜日中に、全力で他の同盟と協力してクリアしなきゃいけなくて、でもね、タイムリーにクリアやれるかどうかもわからないから、はい、これどうなのかな。はい。ということで、ちょっとね、王の花道は、5日目、特に闇市周りのところがね、とても気になっているので、そこを見て、クリアできそうであれば、はい、最大の壁はね、このお助け300回なんですけど、もうこれは、もう全通メールをして、全通メールもしくは、名手に言って、もうこれもみんなでクリアしましょう。みんなでお助けいっぱいやりましょうって言って、はい、クリアしたいと思ってます。月見さん、お疲れ様です。あんまわせもよろしくです。コメントありがとうございます。月見さんもなんか解禁賞に近いぐらい見てくださってますよね。和樹さん、一番古いところね。一番古いとこだよね、サーバー6って。ちょっとさ、このサーバーリスト、もう勘弁してよ。めちゃ左でしょ、これ。もう、遠いし。遠いし。はい。これもう一番ね、はい。初めのサーバー6との、はい。なんか戦いなんですけど、6プラス21ってなっとるわ。こうさあ、一番強い人とかって、こう K45 とかいんのかな。でも、なんか、心温まる K35 がいっぱいいる同盟がある。とりあえず、せっかく見てるからぶっかましとくか。でもね、一応、うちのサーバーと当たってるからには、そんなに強いサーバーではないというか、負けているから、こうなってんのかなとは思うんですけれども、見つけちゃいましたね。はい、でかいサーバー。はい、K44 がいました。はい、終了です。もうやりません。K43 ギリギリ生き残ったことがあるけれども、こんなところで無駄にリソースを消費したくないから、はい、サーバー戦争は参加しません。もう K44 とか41とかなんか、ボコ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 見えるんで、41は別にいいんですけど、44とか、もう異世界じゃん。42もいるし、もうやめよう。やめよう。はい、もうやりません。はい。ということで、そう、もうサーバー戦争以外でね、王の花道をクリアしなければいけないことがもう確定したので、難しそうですね。はい。クリアできそうであれば、はい、頑張って、はい、この王の花道将軍宝箱ね、ゲットしていきたいなと。ただ、協力し合いがね、一番の難関かなとは思うものの、これもね、そのオルトを駆使したり、仲間内でね、協力し合うっていうことで、最大の壁は、言語の壁かもしれないんですけども、このクエストを達成するためにっていうのをね、丁寧に説明すれば、相手だってクリアしたいはずなので、頑張ろうと思えば頑張れる気がする。
ので、はい、皆さんね、王の花道と軍隊の召集、とりあえずね、報酬も良くなって、条件も緩くなってということで、ここはね、良い変更なのかなと。はい。これね、30万人が2万人で良くなったの、もう10分の1どころじゃないね。大盤振る舞い。これ、絶対調整ミスだと思うんだけどね。条件が3分の1ぐらいになるだけでもすごく楽だったんですけど、はい、信じられないほど楽になったよね。もう少なくとも軍隊の上昇ね、皆さんね、クリアしましょうね。はい、戦力成長とかもね、これ回復とか、兵のグレードアップとかもね、換算されるので、無駄に兵を作りすぎて、ネガティブにならないようには、皆さん気をつけてね、いただくのがよろしいかと思います。ということで、はい、回復がね、出来上がった、回復が終わったので、回復をかけとこう。そう、私も貢献しないといけない。そのお助けを。みんなにお助けをまかなきゃいけない。はい、今ね、蛮族中でね、怪我人をね、作りやすいんで、そこはね、いいことですよね。月見さん、イニシエのサーバーだと7、8年前から、そうですよね。8年以上前ですよね。この前のドラゴンのこいつ8周年記念イベントだったはずなんで。はい。ラジエアント・ウィルムは8周年お祝いのイベントということで、サーバー6の人たちって、ほぼほぼ8年前からやっている、リリース時からやってる人たちとニアリーイコールだと思うので、はい。うちは今2年半とかだと思うんですけれども、いやー、無理でしょう。無理でしょうというところで。はい。で、リワードのところを見ていきました。この軍隊の招集とね、王の花道、めちゃくちゃ、いい感じだったので頑張りましょうっていうところと、もう一個ね、これはね、運勢占い。これがね、解約したと思いますよ。解約したと思いますよということで、こう見ていこうかな。のんのさん、私のサーバーのマイナスポイントすごいんですけど、JAL さんのサーバーでどのくらいですか？うちは結構僅差で負けることが多いんですけれども、今ランキングとか見てわかんのかな？さあ、タモンさん、運勢が渋くなりましたね。渋くなりましたよね、もう本当に。はい、サーバー戦争。前回は、500M 差でね、負けちゃいましたという感じで、こんな感じでギリギリ負けるっていうのが、ここのところ続いていて、連敗中なんですよねと。で、サーバー戦争のランキングが、エリートリーグ660位ってなっていて、わー、こういうさ、ランキングのやつもさ、タブとかにしてね、300ずつとかにしてくれればいいのに、あの、こんなにスクロールさせるなよみたいな、自分のところにワープで飛ぶみたいなね、とかね、あの、できるといいんですけれども、はい。上に物申したくなりますよね。よいしょ。はい。うちはサーバー戦争ポイント1.860とかになってて、これ、あれなのかな？マイナス、負けまくるとマイナスになるのかな？せっかくだから下行こう。おー、マイナス。そういうことね。だから、のんのさんのサーバーはマイナスなんですがね、うちはまだ、ギリギリマイナスじゃなかったです。1.8M とかでした。でも、前回のサーバー戦争、もうちょっとやられてたら、マイナスになってた気がします。結構マイナスのサーバーあるんだな。そもそもどれぐらいあるんだろう。どれぐらいあるって言ってもね、もうこれ、1202で止まった。えでもサーバーってもっとありそうな。でもあれか、マージとかしてるからこんなもんなのか。今、サーバー戦争ランキング1202が一番下で、マイナス 1.6M のようですね。うちはプラス 1.6M でしたけれども、やっぱ下から数えた方が早い位置にいますね。
そうでもないのか。違うな。660位1200だから、まあ半分より下ぐらいなのか。団子だな。めっちゃ団子なんだな。のんのさん、個人のです。個人のいやー、いっぱいサーバーあるな。まあ、うちは660位で、サーバー戦争ポイントは1.86ポイントのようです。この増減ってあんまりちゃんとチェックしたことなかった。今回どうなるんだろう。負けたら減るのかな。マイナス、マイナスがあるってことはそういうことだよね。これ、バカ勝ちしたらめっちゃポイント伸びんのかな。気にしたことなかったわ。はい。サーバー6って近い順位のところにいんのかな。和吉さん、前回マージ後初のサーバー戦争だったから謎に張り切る人がいて、エリートリーグ79位にいる。おー、すごい。カムイさん、うちと近い。お、じゃあ当たる日が。そう、ランキングがね、多分近いとこと当たる。ランキングが多分近くて、かつ戦力差が、まあ、離れすぎてない程度のところできっと当たりますよね。はい、明確な格下サーバーと当たることってやっぱなくて、相手もそれなりに強いところと当たるので、戦力、サーバーごとの総合戦力みたいなのは多分ね、参照されてる気がするんですよね。コンスタとかと同じで。はい、なので、同じぐらいのね、戦力なら当たりそうだなと。まあ、その意味で言うと、サーバー6も同じぐらいの戦力の可能性はありますよね。さっき K44 見かけたけれども、こっちも K43 が3人になってたので。河合さん、うちのサーバーは162、174だったのがマージしてですが、4、5年くらい前ですかね。ああ、結構長いですね。和樹さん、その前は100位前後にいたはずなのに。ああ、ジャンプアップしたんですね。ノンさん、個人のマイナスポイントがマイナス 1.7B とかマイナス 6B とか普通に言うので、どこのサーバーもそうなのかと。あ、ですね。うちのサーバーは、まあ、今回は、てか前回か。前回は、なんか比較的おとなしかったですね。はい。前回の相手がすごくね、バブルをしっかりされてる方たちで、バブル落ちが少なかったんですよねと。で、こっちを殴ってくることも全然少なかったので、いつもね、3B とか 5B とか稼いでる方たちが、今回は、前回は稼げてなくて、なんかグリックって引退してなかったっけ？新しいあれになってる。はい、ネガティブも、まあ、1.3B、1.2B とかなので、まあ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 、たまにね、1B 以上マイナスになってる人がバーって増える時もありますけれども、あとはなんか、サーバー戦争に負けるためにわざと、ロストをね、出すとかいう話もなんかあったりするみたいですけども、うん、なんか最近はそれも減ってきた気がしなくもない。どうなんだろうな。はい。なんか前回はね、拮抗してたので、いつもとはちょっと違いましたね。でも、マイナス 17B とかマイナス 6B って多分、そもそもそんなに大きい人がうちのサーバーそんなにいないから、うちは怒らない気がします。うん。強い人たち、戦力が大きい方たちは、まあそもそもそれなりに強いので、ただただネガティブを垂れ流すってことはね、起こらない人たちが多いので、うん。バブル落ちも少ないですし、はい。まあ、バブル落ちしてたらね、今、もうそもそもバチバチにやり合ってるので、普通に戦死しちゃうからな。なので、あんまりないかもしれないですね。ザ・スピードストラックさん。ゴルゴはトップじゃないですか。ゴルゴ
アグリーガーキーのことかな。うわ、もうこいつ20尾になっとる。半端ないな。このね、特に上2人はね、ケーキ完成常連組ですね。はい、今回の、イベントの、なんか動かない。あ、しばらくね、PC 版上げてると、なんか硬くなってくるんだよな。重くなってくる。この同盟カーニバルのやつもね。はい、もう勲章ランキングリワードね、しっかりね、課金して、ポイントが2万ポイントある。隠すこともなく。別に隠す意味ないからね。もう、絶対1位ガーキンだろってなるから。はい、こういう方たちがいるから、もう敵が強くなんのよ。もう勘弁してほしいんだけどな。のんのさん、やっぱ私のサーバーおかしいのかな。ありがとうございます。のんのさんのサーバーは、これまでのコメントの傾向からも、なんか特殊な感じは特殊な感じを受けています。高作さん、10B の K40 が K45 のソロ攻撃を6発連続で受けて19秒で0になってました。ロストすごかったですよ。ああ。それはそんな K45、K45 に6発。でも19秒ってすごいな。1回あたり3秒ぐらいか。それは K45 の連度がやばすぎるな。えぐ。怖いよ。怖いよ。修羅怖いよ。何の話だっけ。そう、そう、思い出した。運勢占いだ。そう、運勢占いは、今まで、このね、タロットカードが、幸運のカードがね、タイルとモンスターハントで、毎日100とか配られて、まあ、その100を、え使って、まあ、タロット引きますみたいなんで、なんか基本的にはしょぼいアイテムしか当たらないんだけれども、大当たりがね、たまに当たるよっていうイベントだったんですけど、今回は全然変わりまして、はい、そもそも商品に含まれているのは、このミスティックカードっていうね、はい、カードを引いて、別のカードをね、手に入れると。はい。このミスティックカードというものを引くイベントに変わりましたと。で、はい、このね、1が出るか2が出るか5出るかみたいな形で、あるんですけど、これね、詳細のところを見ると、ちゃんと確率書かれていまして、はい。まあ、基本的にはね、50%以上で1か2しか出ませんと。でも、25%でミスティックカードね、5も出ますと。はい。で、残りの20%以下のところ、25%、24%ぐらいか、のところで、ミスティックカードの10、20、30、50、100、1000、5000で大当たりのスキンが当たるというような形で、なっていまして、これね、0.03% えぐいですよね。これもね、もう出ないです。ほぼ出ない。はい。で、これまでの、まあ、よくあるね、レアのパーセントって大体0.4%とかなんですけど、まあ、その当たり枠がね、ミスティックカード100になってますと。で、このミスティックカードを、集めて、このパズルでその交換するっていうようなことになってるようですと。だから、200集めたらこのノーマルデスティニーとか、600集めるとこの行軍であったり、1000集めたり5000集めたりで、大当たりを一発スモするか、いっぱい、たくさん引いて、このミスティックカードを集めて、そうすると確実にこのエピックデスティニーからこの辺のね、スキンを交換できるやつをこう選択で交換できますよという風なイベントに変わったようですと。で、私今日まだ引いてないので引こう。一応ね、毎日1回無料で占いができます。はい、ミスティックカード1ということで、しっかりね、26%引いたのかな。はい。26.39% 引きました。はい、まあこんなもんですと。はい、で、まあ一応ね、25とか当たった回があったんだっけかな。一応41今持ってるんで、このパズルは、このミスティックカードは一応消滅しませんと。はい、ずっと、残ってるやつって書いてあったよな。どこだっけ。
ミスティックカードはデスの時はさ、使用できます。書いてねえや。あれミスティックカードはなくなりませんってどっかで見たような気がしたんですけど、気のせいだったらごめんなさい。見に行こう。あるでしょ、この辺に。あった。はい。運勢占いイベントでディスティの解き明かすために使用できます。イベント終了後も消えず、次回のイベントで使用できますということで、貯めときましょうということですね。これ分解すると何になるんだ、これ。1個分解しちゃおうかな。資源箱レアだってめちゃくちゃしょぼい。やめよう。はい。ということで、皆さん貯めましょう。はい。で、これをね、たくさん、カードを引きたいなら、パッケージを購入することで、一応ね、この幸運のカードというものを引くことができるので、この幸運のカードが、あると、よいしょ。今、1回無料で引きましたけども、あのー、10個で1回の占い。で、最初の10回だけちょっとお得で80みたいな形で、この、たくさん引くことによって、このミスティックカードの、チャンスをいっぱいゲットして、このパズルからこう交換しましょうねっていうイベントのようですと。で、一応ね、このスピンリワードみたいなところは、これまでと似たような感じであるんですけど、これさ、前回のやつ、前回はね、その100回回すとかしやすかったんですけれども、それと同じこのスピン感覚でこれ持ってきてんの、これ運営手抜きじゃないこんなにスピンしないだろ、このイベントでって思うんですけれどもっていうので、はい。ね、こういうところにね、荒さが出てるな。これもなんか治んのかな。はい。今まで結構ね、無課金でも1個目のその達成がね、しやすいようなやつになっていましたけど、このイベントってね、絶対ね、イベント期間中11回しかタダでは引けないので、はい、この50分のスピンみたいなやつ、これも1個さえクリアできないですね。はい、別に大した報酬じゃないけれども、はい。で、一応ね、持ち越しができるとはなっているんですけども、イベントがね、来るかどうかって運営のさじ加減なので、どのタイミングで、交換するかっていうのは悩ましいですね、と。とはいえ別に私、この肖像別にいらんしな、と思っていて、行軍も枠も別にいらないので、とりあえず愚直に貯めるかって思っている今日この頃です。でも1万5000なんて貯まる気がしないからな。はい。そんなところで、ちょっとね、えぐいイベントに変わったかなっていう感じがします。もともとね、もともとたくさん引いて運で当てるようなイベントだったとは思うので、はい。交換形式になりましたよということで、はい。毎日ね、無料で引けるので、気長に引きましょうと。一応貯めることができるみたいなので、はい。エピックデスティニー、多分、無課金で、エピックデスティニーは多分無理な気はしてます。はい。その他のところからね、選ぶのがもしかしたら賢いのかなと思いつつ、はい。ということで、運勢占いはね、ちょっと渋くなりましたね。はい。特に、ミスティックカードしか出ないから、これ引いても、別に交換する気がなかったらもうなんかただ作業で引くだけみたいな。はい。発した資源さえもらえないっていう感じになりて、どうなんだろうなって思ってます。カムイさん、うちは前回翼チャレンジャーに滑って見事に新たな翼が5名誕生。素晴らしい。全員ってことですか？優しい世界。あれですね。翼持ちは参加しないやつですよね。素晴らしい。さあ、タモさん、カムイさん、羨ましい。私のサーバー上位常連一面で占めてます。はい、そうなんですよね。てかね、サーバーの成長を考えるんだったら、翼配った方がいいんですよ、別に。はい、そういうのをね、きっちりしてるサーバーもあれば、独占してるサーバーもあるので、いろいろありますよね、と思います。神さん、サダモさん、うちは王様町が枯渇した状態だったんですよ。なるほどね。優しいですね。うちは多分、もう独占なんじゃないかな。どうだろうな。
月見さん、翼チャレンジで成功する道筋が想像できないくらいファンタジー感あるよ。月見さんは苦労されてそう。いや、そう、やっぱ、そのサーバーのトップがどれほど、なんというか、優しいかによるかなとは思います。はい、もう、そういうね、優しい運営をしているサーバーが勝ち上がってくれると真似しようとなるかもしれないからいいですよね。はい。あの、ジャイアニズム全開なサーバーは滅びてほしいなって思っています。はい。ということで、よいしょ。軍隊の召集、王の花道見てきました。で、文明の旅はね、いつもと、変わらずでございます。はい。まあ、今回も桜ですね。木箱。で、今日は5日目なので、ゴールドラダーが引けますねということで、もう一回引いて、1M 鉱石箱ということで、まあ、いつも通りな感じ。はい、このね、そう、これぐらいが優しいですよね。もうどっちみち、当たり出ないけれども、毎日真面目に参加してたらちょっとだけ得するよ、みたいな、そういう、これログインする気が起きるじゃないですか。運勢占いそもそも引いても美味しくないのに、なんか、毎日頑張って回っても別にそんなに報われることでもないみたいなのがね、なかなかえぐい。はい。もうやめよう。もうやめよう。フィールドメダルとかもね、はい。なんか、そう、課金前提のイベント増えたなっていうのがね、ここ最近のあれですかね。あ、思い出した。さっきのグローリー月間カードってどれだろう？これかな？これじゃないな。こっちか。スーパーセール月間カード。これだ。グローリー月間カード。これだ。30日間イベント限定月間カードを購入することで、グローリーカードとゴールドカードが含まれます。各限定月間カードにはバフとデイリーリワードが含まれます。バフは限定月間カードを購入した直後から時間切れまで有効になります。軍隊の攻撃25%。これもう PVP ガチ勢ってさ、毎月5000購入確定じゃないこれ。25%ずつ上がるのえぐいよな。そうなんだ。で、毎日、秘宝とか荒れ地がもらえるのすげえ。なるほど。知らなかった。これが、今までは10%だったっぽいんですけど、今回ね、25%に上がったみたいですと。25%大きいぞ。はい。ということで、レイド月間カードを買って、グローリー月間カードも買って、ゴールド月間カードは別に、そんなか。同盟月間カード私、いいなと思ってたんだけど。はい。毎月6000チャリンチャリンですね。もうこういう、その、サブスクを、エボニーがサブスクさせに来てますね。はい。島永さん、私も 500M だけに抑えようとするのですが、防衛やらオート戦やらですごいポイントを取りすぎてしまいます。ね、結局、なんていうか、相手もいることなので、ポイント難しいですよね。だから、結局、本当に翼を取らせないのは参加しない。負けても、サーバー戦争負けてもいいから参加しないぐらいの、なんか思い切りがないと成立しないですよね。うちのサーバーもなんか、優しいタイミングが昔はあったんですけども、結局でも、あの、個人リワードのためにやったらポイント稼ぎすぎちゃいましたみたいな。で、結局はみ出るっていうのは結構見かけたので、てか私自身それで、6位か7位でね、ダメだった回があったので、そう、まあそういうもんなんですよね。だから、その、カムイさんのサーバーの、5人新しい翼が増えたっていうのはめちゃくちゃすごい。そんな運営できる奇跡のようなサーバーあるんだっていう感じで、素晴らしい。上位常連になるまで何回も燃やされたことが
いやー、すごいなー。素晴らしすぎる。さあ、タモンさん、今のが凱旋門の最後の人だからやってくれるのかな？どうでしょうね。スパルタな人もいますからね。まあ、意味ない人に配ってもしょうがないけど、やる気ある人にはね、配ってあげて、そのドラゴンが増えないと、まあ、選択肢が増えない。特にね、この戦勝記念塔のレベル2の達成って、結構ドラゴンマストなところが、ドラゴンがないとちょっと辛いなっていうところがあるので、そういったとこね、優しさ欲しいっすよね。何の話したっけ？さあ、イベント関連のところにまた戻って、この辺のね、イベントはもういつも通りなんで、クリックがおかしいぜ。はい、ヘカテの月相がね、また来てますねということで、私は今回、比較的早めにプレイすることができたので、780ポイント組の1位にいますねということで、まあ、今回もね、ランキング50位以内には入って、リワードがもらえそうですね。はい、で、はい、いつも通りマリア・テレジアを交換します。今回はもうほぼきっちり稼げてよかったな。8余るのは、8余る、違う、5余るのもしょうがない。はい、これ以上はね、ちょっとラムネがもったいないので、やめておきますということで、これでマリオテレジアさ、上がらないっけ？上がるかな？いやー、16足らんわ。次のイベントですね。はい、でもマリアテレジアが、まあ、ついにね、スター9になりそうですね。やったぜ。工作さん、私が羽を取った時は、羽持ちはモンハンだけで敵サーバーに行かないルールでした。そう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 。やっぱそういうのをやって、かつちゃんと守ってくれないとね、いけないですよね。はい。ただね、サーバー内がバチバチしてると邪魔し始めたりとかね、あるんですよ。さあ、タモンさん。羽なしでも戦勝記念塔はクリアできます。現在レベルで。あ、素晴らしい。いや、できるとは思うんですけど、例えばね、文明の装備をたくさん持ってるとか、文明装備がね、たくさんあればね、だいぶ余裕かもしれないけど、私、文明装備もね、そんなに、まあ、そもそも上げるときか。上げるときは多分2個しか持ってなかったかな。結構大変でしたね、パズル。そう、しっかりね、君主レベルを上げていて、文明装備もあって、強化もしてってっていうのであれば、一応ね、ドラゴンが2体でもクリアできるとは思うんですけど、でもやっぱドラゴンがいた方が、はるかに楽になるので、そう、取れるなら取った方がいいし、なんか、サーバーの成長が停滞しそうならね、仲間を増やした方がいいと思うので、まあ、どうだろうな。うちのサーバーも王交代で回してほしいところだけど、そう、多分、うちの名手のシェッケルズまだ王になってないんじゃないかな。王になってほしいよな。テーベ持ってるか持ってないかで防衛やっぱり変わってくるし、そう、羽持ちも結構増えたけれども、まだ王になってない人が結構いるんだよな。うーん、どうなるであろうか。はい、まあまあまあ、いいや。さあ、タモンさん、ぬるゲーになりますね。いや、そう、もう、そう、ドラゴンが、2体でやるのと4体でやるのじゃ、もう、落差が全然違うので。はい、あとは、そう、同盟カーニバルね。今回も来ていますが、同盟カーニバルね、800の上限って結構比較的ね、すぐ行くと思うので、頑張ってね、上限を目指していただいて、さっさとこの上質な鉄のヘルメットを交換するとですね、このランキングリワードをゲットしやすくなりますと。はい、800がね、無課金の限界値で、私800組で1、2、3、4、5、6、7番目。
に位置していますが、この順位であれば、最終的なランキングリワードの多分50にはね、入るかなと思いますと、別にね、めちゃくちゃもらえるってわけじゃないですけれども、アレスの地とかね、命の源がもらえるので、もらえるならもらおうと。はい、いうところで、早めにね、800さっさとクリアするのがおすすめでございます。はい、で、引き換えが、みんな大好き、ラムネがあるので、もう忘れずにね、ラムネ交換しましょう。あれ、ラムネ安くなった？はい。で、私ね、最近のお気に入りは、はい、リンゴ飴です。もう闇市使うんで、はい。闇市に使うので、リンゴ。はい。あと、これね、宝の、宝の地図イベントで使うんで、これね、交換します。ああ、やばい、なくなっちゃう。どうしよう。あ、でも別に、色々いらんしょ？金魚すくいもまあ別にいらんしょ？たい焼き。たい焼き。たい焼きは欲しい。たい焼きは欲しいな。たい焼き欲しい。これちょっと悩んで交換しようと思います。綺麗に交換できないんでね、グロリーシールド250しかないでしょ？でもね、宝の地図で猫の人形を別にそんなたくさん使わないから、うん、ここはちょっとうまく調整しようかなと思います。はい。はい。で、開示の日、また来ましたね、釣りイベント。これさ、釣りイベントさ、バグってたでしょ？今治ったっぽいんだけど、確認するか。8倍無駄に使おう。はい。今回もね、釣りイベントが来ています。釣りはね、辛い戦いですが、しっかりね、アイテムを駆使して、1回の機会でね、頑張っていけば、なんとか、図鑑コンプリートはできますと、もう、繰り返しと忍耐だけだと思いますので、ぜひね、あの全部ね、図鑑埋めた時の報酬美味しいので、はい、これ今回8倍なのに、めちゃくちゃしょぼいわ。まあいいや。はい、図鑑コンプリートね、ぜひ目指してください。私も目指しますというところで、適当に、よし、OK。はい、で、これ釣りイベント、治りましたね。治ったわ。今日治ったかな。8回選ぶと、ここの右下の数字が8回固定に、5回選ぶと5回固定に、その最後に選んだ数字で固定されて、押せなくなるっていうね、なんか、アホみたいなバグが起こっていましたと。で、今日かな、これ治ったっぽいんですけれども、はい、このね、なんでこんなところ、なんか手を加えたからバグが発生したと思うんですけども、何したんだっていう感じなんですが、はい、一応ね、治ったみたいですね。はい。あの、これね、運営に問い合わせてる方とかもいたと思うんですけれども、一応 PC 版とか、スマホ版、切り替えたりとかして、これリセットするのを確認していたんですけれども、一応、スマホでやってる時もね、なんか今日治ったっぽいなって、夕方やってたら治ったっぽいなと思ってたので、はい。もしね、うまくいかないよっていう方は再起したり、アプリのね、更新を確認。でもアプリの更新かかってなかったと思いますけどね。はい。まあ、このバグは多分解消してるっぽいような。でも今8になってる。でも8になってるけど、押せるようになったんですよね。はい。前はね、もう押せなくて、このポップアップの画面出てこなかったんですよね。で、全然、5溜まってるのに、前回8でなってて、餌8ないと開けないみたいなね、なんかひどい状態だったもう仕方ないからの5倍をずっとやってたんですけど、2倍やんのはめんどくさくてね、でも8倍にするとなんか待ち時間が増えるので、5倍をなんか繰り返していたんですけど、一応今回治ったような気がします。和樹さん、釣りウェアコンプしたらもうやってない。それが正しい気はする。タタモさん、最近釣りの小さい魚が見えなくて深くまで行けないです。もう、それはもう慣れしかないですね。後ろ
に貝殻みたいなやつとかね、なんか、同化しててわかんない時ありますよね。加藤様さん、釣りバグって言いましたね。餌8回使ったら固定されて残り2回が使える。そうそうそう、それそれそれ。そう、もうそのせいでもうとりあえず5回選ぶしかないかっていうのをやってたんですけど、一応ね、治ったような気がします。はい。で、まあ私ね、いつも通り、まあとりあえず、あ、チンポウの海図だ。やったね。一応それなりにプレイをしていて、24位。今回50位でいいかなと思ってたんですけど、そう、なんだかんだね、他の人もやらなくなってくから、なんだかんだ20位に入れるんですよ。ということで、まあまあ、ちょっと、まあ、20位入れるかもしれないんで、一応もうちょっとね、続けてみますと。はい。20位にもう全く入れなそうだったらやめます。が、20位111でしょこれね、多分、いけるんだよ。20位以内に入ろうと思えば入れるので、はい。一応ね、続けようかなと思います。はい。上位陣は、はい、いつも通りすごいなって思います。これ別の場所でも喋ったんですけど、蛮族とかピラミッドの課金イベントって、その、課金でパッケージ買って、なんかオープンした時にもう即ポイントもらえるじゃないですか。だから、お金さえかければランキングに入れるんですよ。でも、釣りイベントのパッケージって、これね、餌とか海図じゃないですか。あとは、まだ取ってない、オブジェクトとかね、出るようになりますよみたいなやつで、このイベントって、パッケージ課金して、かつ釣りをしないとランキング上位いかないんですよ。はい。何が言いたいかっていうと、この上位の3人、ポイントの数字吹っ飛んでるんですけど、もう釣りイベント大好きじゃんっていう。課金して、それだけじゃなくて、ちゃんとしっかり釣りをやってこの順位。すごすぎないって一応20位以上のランキングリワードがいいから私頑張ってるけど、可能であればこう、やりたくないけどって思うんですけど、はい。なので、普通のね、イベントに比べて、この人たちすげえなっていつも思いますということで、はい。引き続きね、まだ7日間ありますので、釣りイベント頑張っていきましょう。はい。ということで、なんか餌増えちゃう。はい、アイテムを、はい、回収して、5になった。まあ、後でやっときましょう。これ今8になってるけど、押せるようになったんで、はい、バグは解消してますというところですかね。はい、で、あと、マヤがね、また来ましたね。はい、いつも通りって言い方もちょっとあれですけど、はい、1位にいますということで、一応通常の理論値、マックスが11,600点だったかなで、11,202 220ということで、まあまあ十分なね、点数かなと思います。はい。一応、2時間ぐらいは頑張った気がするんですけれども、今回はね、そんなに大変ではなかったですね、ということで、一応今回、クリアした、内容を紹介すると、エピックバフですね。1回で豊かな食料を取って、部隊がね、回復しやすくしましたと。で、もう1個1回で取ったのがラッキーレベルアップです。私これね、1回でなるべく取りたいなと思っているバフなんですけど、はい、一番最初にこのラッキーレベルアップ、四つ葉のクローバーを取ると、今後ね、バフ選択が4つになるので、レアバフをね、取れる可能性がね、格段に上がるんですよ。だからね、1回で取るべきアイテムって私これだと思っていて。はい。で、それ以降のね、やつが、常に、4つずつから選べたので、今回は色素を3つ、ラインリングを2つ、あと、疫病の手かな。疫病の手はね、ルーンソーンを、持ってると、すべての兵隊を超えると HP が10%アップすると、1つにつき上がるということで、ルーンソーンがあればあるほど強くなると。はい。で、それ以外のところはね、大したやつが取れなかったですね。本来は、もっと、黄金がね、ラインリングがあるんで、黄金が、取りやすくなる、雲をね、かき分けたら黄金が出るよってやつとか、毒切り排除してもダメージ食らわないよみたいなやつがね、あるとよかったんですけど、その辺はゲットできませんでしたと。まあ、その辺ゲットできなかったんですけど、一応10回ではね、10回だっけ ?11 回だっけこの休養と回復を取って、またね、回復をどんどん、回復をしやすい状態にして、火力でぶん殴るというような形にしてましたと。ということで、このステージバフの
数値、工場兵器がね、877となっているんですけれども、色素層がね、3つあるので、実際には900、これにプラスされて、まあ実際1000か、ほぼ1000プラスされて、1870ぐらいの火力で、押し切るという形で、クリアしていきましたということで、11220で終了しています。最終戦にね、ダメージ多分ちょっと食らってたと思うので、食らってないか。いや、食らってるね。ちょっと食らってる。まあ、ちょっと食らっているので、まあ、こだわればね、もしかしたら、まあ、50とか上がるかもしれないですけど、別に大してあれじゃないので、頑張る気がないです。はい、ということで。はい、今回はね、11220で終わりにして、まあ、1位、2位、3位、まあ、3位以上に食い込むでしょうというふうに思っていますということで、まあ、実際ね、私、もうカエサル覚醒しているんですよ。カエサル覚醒するために毎日、毎回、マヤイベント1位、独占していたんで、はい。カエサル出たから、覚醒してるんで、そんなに頑張る必要はないんですけれども、スクロールがうまくいかない。はい。いったいった。はい。マヤの啓示のね、リワードのいいところって、この辺のね、マヤ美術。はい。この報道の巻の宝箱とか、このレアなアイテムがね、手に入るので、はい。戦争とかでもね、スーパー系のやつが手に入りますし、ということで、美味しいんですよね。はい。なので、なんかそんなに頑張らなくて取れるならね、取った方がいいじゃないですか、ということで、はい。まあ、普通にプレイをさせていただきましたということで、はい。まあ、11220も取ってればね、3以上になるでしょう。はい。ということで、はい。今回もね、しっかり稼ぎましたというところですかね。河合さん、過去動画で前の解説書いてありますか？すべては確認できてなくてすいません。あ、過去にやったのありますよ。実際にやってきますみたいなのをやった気がします。どれだっけな？ちょっと、後で概要欄に増やすようにしてみます。マヤキャンプ撮ってるんですね。僕はいつもマヤキャンプ撮ってないです。マヤキャンプぶっちゃけ撮らなくてもいいんですけど、回復あんまりない時には、ちょっと生贄に使ったりとかするので、マヤキャンプどっちがいいんだろうな。マヤキャンプ取るけど、結局、戦に出さないとか、一番最後の削り役で使うとかね、でやってます。でも、ぶっちゃけ取る必要はない気がします。そもそもね、変態って工場兵器で埋めた方がいいんですけど、そう、キャンプで取ったやつって、余計なやつ入ってるんで、はい、もうレイヤーとか関係ないんですよね。基本的にマヤって工場兵器で染めた方がいいんで、はい、その意味で、キャンプのやつら使えないんですけど、回復の邪魔なので取ってないです。まあ全体回復でついでに回復するからいいやーってなってました。河合さん、ありがとうございます。仕組みはいまいち理解できてなくて勉強したいと思います。あ、なるほど。まあ、ちなみに、マヤもリセマラ大事ですっていう、ただそれだけな気はします。これね、1階が最も大事で、1階がもうしょぼかったら、このね、タワーがね、重要なんですよ。これ、今、トーテムタワーとか出てるんですけど、トーテムタワーじゃダメで、はい、これ、もうトーテムタワーが出たら、もう即リセマラ。ステージ1へ。はい、もうリセットします。はい。はい、はい、もうダメ。これね、リセマラがね、しやすいのがいいですよね。釣りって超頑張っても、図鑑がね、一個も埋まらない時があるんですけど、マヤは、多少はちゃんと進むので。はい。あ、もう全然出ないじゃん。全然出ないじゃん。はい。はい。まず、毒気が出るまでリセマラをします。出ない。出ない。受ける。毒気が出るまでリセマラします。出た。やっと開始ができる。で、豊かな食料。はい、1回で取るべきなのは、回復の豊かな食料。もしくは、マヤ黄金が、いきなり50点に入って、今後2倍になるってやつ。はい、で、
基本的には、この真ん中の国家に匹敵する財産の方がおすすめです。はい。で、今回はね、もう当たりだからこれ引けばいいんですけど、例えば、毒キの状態で、これ前の祝福ってリセットできるの皆さん知ってますかね？これね、取らないで適当な場所をクリックするんですよ。で、そうすると画面消えるんで戻るんですね。はい、これ戻ります。で、また前入ると、毒キのまんま、よいしょ、よいしょ。探検を開始ってやると、毒キのまんまバフ変わるんですよ。これ知ってました？ちょっとだけ楽。はい。前の祝福のリセットできるんで、はい。で、私はね、国家に匹敵する財産派なので、これを取りますと。和樹さん、素早くやればバフが出ないリスマの気がする。確かに。はい。重なる前にやるってことですね。はい。で、舞台はね、とりあえず、強くて、まあ、可能であればね、舞台転移アップとかをね、ついてるのを、まあ、設定すればいいんですけど、ぶっちゃけ、将軍は誰でもいいんで、なんか、適当に強いのをね、入れてもらって、レイヤーとか不要なので、もういいや、もうメメトでいいや。はい、工場兵器で埋めてください。はい。工場兵器です、工場兵器。はい。で、そう、ちょっとだけね、ちょっとだけ見せて終わろうと思うんですけども。はい。で、まずね、毒気に近づいて、近づきさえすればダメージ食らわないようになるので、で、そう、河合さん、いつも毒気を嫌ってましたっておっしゃってますが、毒気をね、狙う理由がね、あるんですよ。あ、楽。はい。で、1回でやるべきことは、まず前の大地さえ倒しましょう。これね。前の大地さえ倒して、この何のバフが出るか。完璧です。ラインリング出た。何これ強いんだけど、この回。1回でラインリング出るって。はい。1回で出るおすすめは、さっきね、四つ葉のクローバーの話したんですけど、四つ葉のクローバーが出ると、このね、選択肢が毎回3じゃなくて4つから選べるようなんで、基本的には1回は、ラッキー、その、四つ葉のクローバーがおすすめなんですけども、今回、マヤ黄金を2倍出るアイテムを持ってる状態で、マヤ黄金を持ってる持ってるだけ火力上がるよっていうやつをね、ゲットできたんで、もうこれもね、全然 OK です。はい。これでね、はい、攻撃力がどんどんぶっ壊れていくので。で、毒気を選ぶ理由なんですけれども、毒気って、これね、詳細見るとわかるんですけれども、一つキルを除去するために、部隊転移数の5%ダウンします。これね、ダメージからの皆さんよく知ってると思いますと。で、すべての変態の10倍、部隊転移を消耗して建物を占領するとポイントを獲得できます。この建物を占領するとポイントを獲得できます。これがね、重要で、はい。部隊転移のダメージ食らうのは、もう回復すればいいんで、挽回が可能なんですよ。ただ、このポイントが重要で、今ね、スコア40ポイントですよね。で、これ占領ってやると、100ポイント手に入るんです。はい。これです。毎回、ちゃんと毒気を選ばないと、100ポイント手に入らないんですよ。そもそも糖が出なかった時は0ポイント。で、毒気以外の糖は50ポイントしか手に入らないんです。はい。なので、毒気を毎回取ってるか取ってないかで、ポイントの伸び方全然変わってきますと。はい。毒気出る箇所どんぐらいなんだろう？ 6 箇所、7箇所かな。まあ単純にね、それだけで700ポイント伸びるじゃないですかと。はい。最終的なランキングって、結局何百ポイントで差が変わってくるので、毒気をどれだけ、諦めずにやるかが重要になってきます。よいしょ。妥協をね、しないで頑張る。よいしょ。はい。ランキングね、見てもらうとわかるんですけど、これもね、私、75ポイントしか差がないので、これ毒気1個分の差なんですよね。はい。3位との差は、毒気が3個分かな。
はい。まあ、こんな感じで、そう、毒キのポイントが結局最後、響いてくるので、もうなるべく毎回毒キが出るようにしないといけませんと。はい、これね、毒キが出て、めちゃくちゃいい状態で、まあ、本来はね、全部倒すんですけど、今回は、簡単な説明なので次いきますね。はい、毒気が出ました。これなら OK なんです。毒気が出たので、じゃあ3回まで行こうって言ってやるんですけれども、1回と2回って、比較的楽なので、1回2回両方ちゃんと毒気が出て、かついいバフが出るまで、頑張った方がいいです。序盤でね、頑張れば効果が得やすいので。はい。で、前大師さえ殴ります。このバフどうなんだろう。ああ、疫病の手だ。まあまあ強い。普通に強いんだけど、この回。はい。で、占領すると390ポイントになります。みたいな感じでやっていて、まあ、これを繰り返していって、気に食わなかったらステージ1に戻ると。で、これ、ステージ4に行くと、ステージ1じゃなくてね、ステージ3に戻れるんですよね。毎回最初からじゃなくて、途中から戻れるようになるので、はい、ここでステージ3に戻って、毒気が出るまでっていうのをまた繰り返しますと。で、毒気が出るまで、いいバフが出るまでっていうのを繰り返す。っていう、マヤはこういうリセマラのゲームです。はい。いかにリセマラをするか。でも、釣りと違って、ステージ進むので。あとは、最悪、もうめっちゃ強いバフ手に入れたから、もうこのタワーでいいやって言って妥協するのもありなので。ちなみに、ステージ4とか、1段目 ?1 段目で妥協するのはありえないんですけれども、はい、ここもね、はい、もう毒気が出て、もうじゃあ毒気が出たなら進もうっつって、やるゲームですんで、はい、もういいや、やめよう。はい、っていうのを昔解説したのがあるので、確かね、バフの種類とかも解説してた覚えがあるので、はい。なんかね、わかりやすいタイトルにしたと思うんだよな。今度ね、概要欄に貼っておきます。河合さん、記載を倒してバフを見る四つ葉が良い。とても参考になる。よかったです。ぜひぜひ。神さん、今回もトータル4時間ほどリセマラして全く読むのが出ず、心が粉砕骨折で。4時間出たの、4時間で行かなかったら厳しいですね。河合さん、まさにジャー先生です。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、私もだいぶ試行錯誤して、ポイント稼ぎ方やったので、ずっとね、1位に訓練してきて、カエサルを覚醒させた実績がありますので、間違いない手法だと思います。ぜひ、頑張ってみてください。でもそう、運が悪いとね、出ないので、私は今回は結構運が良かったんでな。片様さん、私は最初は国家匹敵、毒気ダメ無効、切り取り除去、除くために黄金のは早い段階で欲しいとか、そうですね。そうですね。国家匹敵が基本的にいいと思いますし、そう、切り取り除くために黄金めっちゃいいよな。あとはライニングのような黄金の保有数で工場兵器の爆上がりアイテムと回数が多ければ割と上位かと。はい。片様さんのコメントしてくださった通りです。はい。やっぱりね、ライニングが一番楽で効率がいいかなと思います。まあ、色素層もね、悪くはないんですけど、最終的にラインリングの方がぶっ壊れたバフいくので、めっちゃこだわったら2000%ぐらい火力バフいくのではい。ラインリングがね、おすすめでございますが。で、そう、ラインリングで組み合わせるってなると、もう必然的に、最初にね、あの、50個の黄金をもらって、それ以降2倍になる国家匹敵がいいし、霧をね、覗くたびに黄金出たらバフが爆上がりするようになるのでっていうね。はい。その組み合わせ、もう最初からそのコンボを狙っていくのがね、おすすめですよね。メロコックさん、偽マナ系はこのぐらいはあってもよね。そう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 。もちろん大変なんですけど、努力をすれば解決できる範囲じゃないですか。はい。なんかこのぐらいのリセマラは、なんていうか、ゲームの要素として、マヤはね、バランスいいかなと思うんですよね。ただし、
怪人の日、てめえはダメだ。もうこれもう本当に辛いから、もうすげえ頑張っても、なんか2時間ぐらい頑張っても出目が悪かったり、一番奥まで潜ったけど欲しいアイテム出ない回でしたみたいなのがザラにあるんで、もう怪人の日マジ辛いんだよな。そう、さっさと終わらせて卒業するのがね、いい気がするんですけど、でも私ランキングも報酬欲しいしなっていうね、もうなんか、でも無課金だからこういうとこで頑張らないとリワードがってなるんだよな。もう、それだけ制約の意志とね、栄光の金枝が欲しいのよ。はい、ということで。はい。まあ、一応ね、前の掲示、過去に解説したのがあるので、後でね、概要とかコメントかなんかにね、貼っておこうかなと思います。和樹さん、僕は回復ご了承系です。所定豊かな食料。まあ、豊かな食料もね、悪くないんですけど、私もう、ラインリング教になったので国家ばっかり選んじゃう。メロコックさん、釣りは全くしてませんね。もう釣りは結構苦痛。最初出た時ね、ちょっと楽しかったんですけど、もうこんなに頻繁に来るともうこれこそ2ヶ月に1回ぐらいでいいなって思ってます。はい。で、巨人の知恵の神殿はね、いつも通りのやつですが、これね、ステージ3とステージ4にね、属州都市将軍の次戦宝箱。はい。幸運の大将、ルーレット、スロットか。スロットでね、もらえるやつ、ここでももらえて、私、前回ね、1個ゲットすることができました。はい。メール貯めとく戦略を嫌がったのか、幸運の大将来なくなりましたね。スロット来なくなっちゃいましたということで、この属州都市のね、宝箱をゲットできる可能性があるのが、この巨人の知恵の神殿なので、まあ、よいしょ。あとは、やばい、もう12時になっちゃった。あとはいつも通りのイベントのところですかね。また、アグロペ来てますね、ぐらいですかね。で、達人を目指す旅、ここはね、いつも通りな感じがするので、はい。毎日ね、120までのクエスト、はい。毎日しっかりログインしてれば、まあまあクリアできるものかなと思いますと。で、激特イベント系のところでは、はい。このドラゴンの分数ルーレット、これね、忘れないようにしていただきたいんですけど、1日1回無料で引けるんですよ、ということで、毎日ね、引いてれば、今日で5回抽選になってると思いますと。で、以前ね、X で、オルトだけれども、ジャワザール積もれたみたいな投稿を見かけたことがありますので、本当に運が良ければ、これ引ける可能性がありますと。一応ね、確率上0.16% で出るみたいなので、はい。これもね、まあ、ダメ元で毎日しっかり引いていくのがいいかなと思います。わあ、カムイさん、ありがとうございます。水色スパチャありがとうございます。計50対策に向けてさらなる防衛力強化に精進します。そうですね。毎回ね、バフがぶっ飛んでいくので、しっかり、なんていうか、その計50のバフが上がると、同時に、やっぱ今来てるような、そのリワードだとか、いろんなところで改善が入ってきますと。で、それはつまり、K45 がどんどん増えていく。今ね、K40 がいっぱい溢れているように、K45 がどんどん増えていく。T16 が増えていくということに他ならないので、やっぱりね、そういった方たちにボコされない。もう1000級の人たちに負けるのはもう当然、ゲームとして当然だと思うんですけど、2000級、3000級の人たちについでにボコされるのは避けたいので、やっぱりね、追いつくのは無理にしても引き離されないすぎないようにね、育成を頑張っていかなきゃなって思いますよね。はい、ということで、カムイさん、防衛力強化頑張ってください。メロボックさん、最初楽しかったので、そう、エボに結局ね、パズルゲームで始めてるはずなんで、最初はちょっと楽しいんですよ。でも、もうずっとやるもんじゃない。本当に。河合さんおめでとうございます。はい。基本的なエッセンスはお伝えしたと思うので、ぜひね、試していただいて、後ほど動画の URL を貼っておきますので、参考いただければと思います。片様さん、釣りリワード、深海の宮殿欲しいので釣りイベントが終わるまでに一度くらいはベスト3に入りたいですね。そうですね。まあ、釣りイベント多分ね、お気持ちがたくさん届いてる気はするので、あのー
早い段階でイベントなくなっちゃう心配があるので、はい。もう、狙い目のタイミングはね、ちょっと頑張った方がいいかもしれないですね。ミラコックさん、恐ろしいほどの飽き具合、レースゲーとか出せばよいのに。そうですね。なんか、釣りイベント、結局、回数こなすゲーになってるランキングがね、ちょっともったいないですよね。なんかどうせ釣りだったらね、なんかランダムで、サイズとか、ね、なんか、要素あっただろうに。まあ、釣りじゃなくて別のゲームにしてほしい気がするけど。いや、河合さん、引きいいですよね。カムイさんのおっしゃる通り。そう。もう、そのセット素晴らしい。あとはボスバフですよ。はい。あとは戦術研究のところがね、今日明日で終わりですので、しっかりね、はい。今、強化タイミングですね。頑張りましょうということで、私まだね、建設系の王の対決来てないので、まだ2000ぐらいですけれども、今回も、5000で止めて、この5000でこの500分をね、交換して終わりにする予定ですということで、戦術研究ね、しっかりやっていきましょうというところ。で、消費還元イベント、これね、リワードが良くなるかなっていう噂があったんですけれども、一応運営がね、そのようにコメントしてたっぽいんですけれども、残念ながら今回は来てませんでしたというところで、1月から変わるっていう予告があったので、次回のスピードアップ系からですかね。もしくは、資源の還元イベントには手入れないけど、スピードアップ系のところで、なんか大幅な改善があるのかもしれないですけど、でもどっちみちね、これ枠増やしてほしいですからね。だって 20B なんて速攻で終わっちゃうから、はい、ダウン増やしてほしいんで、やっぱメスかけてほしいんですけどね。はい、今回は王の花道や軍隊の招集に、リワードのね、追加とかクエストの条件緩和がありましたけれども、通常の消費還元イベントには特に、メスは入らなかったなというところ。これはね、来週の金曜日から始まるスピードアップ系の還元についてね、ちょっと期待ですかね。はい。もしかしたらね、毎回全部同時還元っていうのが来るかなっていうのもちょっと思ってたりします。はい。手を手を抜いて効果が大きいので、はい。特にね、建設とか、気兼ねなくやれるようになるだろうから、進むと思うんですよね。そう。多分同時還元ずっとが一番、なんか、環境をぶち壊すというか、加速させるのに効果あるんだろうなと思ってるんですけども、果たしてどうなるでしょうか。はい、その他のところはいつも通りだと思いますので、まあ特に、特筆することはないかなと思います。今週は、サーバー戦争の、週ですので、サーバー戦争中にね、燃やされないようにバブルはお気をつけくださいと。特に、私ね、先ほど紹介しましたけれども、今回、うちの1186サーバーの相手、サーバー6ということで、原初のサーバーと当たるということが分かりまして、はい、私は、今週はおとなしくしています。はい、なんか日曜日に麻雀するのでちょうどいいかなと思ってます。はい。はい。ジャル野郎と高田の馬場で握手ということで、はい、今週はね、私は、サーバー戦争は基本的に参加せずに、おとなしくしておこうかなと思いますし、サーバー戦争中のね、事故を防ぐためにも、その前にですね、この北方からの侵略者、これね、さっくり終わらせとこうかなと思います。キルイベント中にね、やれなかったんですけれども、一応、月火と頑張って178まで溜まったんでね、まあ、サーバー戦争中とかサーバー戦争終わって、ラスト1日ぐらいはね、猶予があるので、いつも通り、500M エンドはできるかなと思ってます。はい、今回も頑張りましょう。あと、サマさん、世界観壊さないためにも、馬レースとかならワンチャンありそう。ああ、いいですね。いいですね。スティールボールラン思い出すな。メロコックさん、戦術研究に関しては残りの研究場所がありません。計44までレベル上げまでおわず次元が違う次元が違う。
K43 の軍艦全部終わってるってことですか？やばいな。いや、巻物めちゃくちゃ必要ですよね。すげえ。さすがです。田様さん、解散があってください。親指はリセットゲーなんで、良いアイテムが出るまで粘りが重要です。もうほんとそう。もうただただリセマラするゲームです。はい。で、ある程度の妥協は大事です。なので、ランキングを見てね、ライバルがどれぐらいの点数か、2位の人が1万点ぐらいなのに、ね、1万1500円になるのをこだわる必要はないので、はい。エコにね、1位になるのがおすすめな気はします。まあ、あんまりポイントが近すぎるとね、2位の人が粘り始める、頑張り始めるっていうのがあるので、多少引き離すぐらいがいいのかもしれませんが、はい。ランキングをね、見ながらやっていくのがいいですね。マジ始祖のサーバー6なんですよ、もう。ねえ。いや、もうサーバー6って確かって言ってさ、もうこのサーバーリスト遡っちゃったもん。さっきも遡りましたけど、一番左上ですよ、左上。もう光栄だ。光栄だ。ハッピーニューイヤー。はい。もうさ、一番左上ね、サーバー6当たるみたいですよ。はい。もう、絶対に私邪魔にしかならないんで、はい。もう本当に今日もうね、今週はゆっくりします。マージされてないの。あ、サーバー21かなんかとマージしてたみたいです。さっき見た感じ。どうなんでしょうね。なんかサーバー1とかサーバーにはテストサーバーっていう聞いたような気もするんだよな。一番左はね、今サーバー6になってますね。サーバー6たす21、10たす44、11たす45みたいな感じになっていて、55たす13みたいになってるところもあるんですけれども、1とかに消滅してんだよな。1から5消滅してんだよな。はい。基本ね、このサーバー55、サーバー55たすサーバー13みたいな感じで、13のところと55のところ、こんな感じで、両方に表示されるはずなんですけどね。はい。サーバー6が一番最初ですね。不思議。さあ、ダモンさん、土下座外交でポイントを獲得させていただくしか。なるほど。そういうやりとりも面倒いんで、私はもう全然、もう報酬いらないやって思ってます。かずきさん、サーバー1は運営サーバーです。あ、そうですよね。そう、運営用のテスト用サーバーというか、いわゆるステージング環境だよな。メルコックさん、外交。そういう駆け引きの機能も欲しいですな。少し PVP 飽きてしまうと。いや、メルコックさん多分強すぎて他が他がいない。うん。ライバルいない孤高でしょ多分。これね、あえてね、初めの一歩付きとしてはね、孤独じゃないんですよね。孤高ですよね。遥か高みに一人でいる感じで。清い霧残雪なんか、ブリーチみたいな単語書いてある。地ならし発動。進撃の巨人来た。おそらく8年の情報を見てきた者たちは面構えが違う。本当ですよ。あいつらには洗礼は不要ですよ。2回前されると数字消えると思います。あ、ヒカさん、そうなんですね。なるほど。あ、そうか。この名前やるとサーバー1いけますよって、見たな。前、和樹さんコメントしてくれてたの見たな。2回マージされてるからなくなってんのか。なるほど。フレンド。おすすめ。検索。いた。1351.8B。座標を見つける。ID が。あ、サーバー番号書いてない。ウケる。えこれテスト用のサーバーにしてはなんか、
白レベルがちょっと、あれだな。サーバー1。いいですね。ブックマークに追加しとこう。友達。本当に友達か？敵か？敵じゃないか？おもろ。歴代の、いません。征服者いません。タイトルありません。なかった。何もなかった。開発環境のテスターで。開発環境のテスターとか面白そうですね。和樹さん、この前に同盟対決戦でサーバー1のこの同盟と当たったんです。なるほど。それで、ブックマーク無効になるの？無効な座標だ。弾かれた。ひどい。なるほど。さっきの名前は、私のテキストエディターに、はい、保存しておきました。ありがとうございます。いつでもこれでサーバー1いける。ありがとうございます。本番環境がテスト環境ってことですよね、これね。はい。そう、その話でさっと思いました。最後にこの話題だけしておしまいにしようかなと思うんですけれども、なんか今日ね、ログインしたらね、公式ディスコードで GM として活躍しませんかっていうね、メールが来てましたね。はい。これは多国籍に配ってるやつだと思うんですけども、そう、これ一応ね、ディスコード見に行ったんですけども、はい、どうやらを、エボニー側としては、そのエボニーをね、広めるだとか、一緒に成長するようなね、やり方をしていきたいと。だから、プレイヤーからの協力者をね、募るということをね、してるみたいですと。で、ただで、そういう方を募集するボランティアではなくて、ちゃんと、毎週のゲーム内報酬とか、開発に、建設的なね、フィードバックができる、提案を共有できる機会であったり、っていうのを、やっていきたいというのがね、なんか出ていましたね。面白いなと。はい。ということで、この GM Wanted っていうね、ここをクリックするとね、Discord もしお持ちであればね、飛べたんですけども、はい、ここでね、多分、この Discord の先で、なんかさらに、フォームかなんかにね、投稿すると、その、選択肢に入るっていう感じなのかな？はい、のようでしたね、というところで、はい、これね、いろいろ英語で書かれているんですけれども、大変そうだなと。一応イベント自体はね、いい、いいねと思うので、いいねマークつけときましたけれども、はい、どうやらね、GM チームのね、フォームズに投稿して、選んでいただけたら、こういうことがね、なんか、できるようになるようですよというところで、はい、私は非公式で、ゲームの楽しさを YouTube で伝えられればいいかなと思って、ちょっと興味はあったものの、これ、英語で毎週やるのも大変そうだし、結構ね、建設的なフィードバックって難しいよなとは思うので、難しいですよね。課金者、無課金者、ゲームバランス、いろいろあるし、でも無限にできない問題とかもあったりとか、いろいろあるので、はい、これどこまで効果があるのか気になるところではありますが、ケルベロスだ。ケルベロスもね、ハンターラッキーギフトがあるんだけど、これ倒してるとラムネがなくなっちゃうんでね、ちょっと、こういうのを倒せるようになりてんだよな。ケルベロス694はさすがに強すぎるわ。無理無理。はい、ということで、ちょっと今話取れちゃいましたけれども、はい、なんかね、こんな面白そうなのが来ていたので、英語、それなりにできるよとか、一応翻訳をね、しながらやれる範囲な気がしなくもないですけれども、はい、やる気勢の方、ぜひやってみてはいかがでしょうか。私はパッと見て厳しそうだなと思ってスルーしちゃいましたけれども。一回ね、ストリーミング配信、戦場のね、ウォッチみたいなのね、してみたいなとは思うものの、あれもね、なかなか
リアルタイムでやっていくの大変そうだからね。はい、一プレイヤーとして、いろいろ発信できれば十分かなと思っておりますというところで、今日はそんなところでおしまいにしようかな。ちなみに、ゲームの最初からいたアザゼルって倒されたんだろうか。お、いなくなってる。倒されたのか、自然消滅したのかわかりませんが。はい、さっきのケルベロスで見ればよかったわ。ケルベロスこの辺だったよな。ゴールデンゴブリンがいたから、ケルベロスこの辺。いた。はい。今回のね、目玉は、このハンターラッキーギフト。B21、B20 が増えましたよっていう話もそうなんですけど、このハンターラッキーギフトっていう、アイテムが配られるようになりました。1日10回入手が可能です。かけら実践宝箱王権。これをね、もうすでに獲得したっていう人、報告よく、見かけるということで、だいぶね、だいぶいろいろ変わってきそうな感じがしてきますね。はい。で、このボスの報酬も増えたこともそうですし、軍隊の招集と王の花道の、リワード、条件がいろいろ変わってきています。はい。しっかりね、プレイをすることでリワードがゲットできるようなものになっていますので、はい。こういうね、地道なやつやるの大変ですけれども、しっかりね、クリアしてリソースを稼いで、計50アンロックをね、が、もう6月には来ると思うので、はい、それに向けてね、準備をしておきましょうと。はい。途中でもちょっと喋ったんですけど、もう計50の人たちは、もう、ぶっちゃけどうでもよくても無理だから、関係ない関係ない。気にしなくていいです。計41以上、計41から計45の人が多分すごく増加すると思うんですよね。このリワードの効率が上がることで。はい。そこを乗り切っていかなければいけないので、そういった方たちにね、蹂躙されないように、準備をしておきましょうと。はい。ちなみに、アンロックをしたときに、計45にアンロックしたときに、この防具の進化っていうタブが増えましたということで、計50になるときは、このね、防具の進化の隣もなんかできるんだろうなと。同様に、軍艦もね、遠隔陣形の隣になんかできるんだろうな、みたいな風に思っています。はい。そんなところで、よいしょ。はい。ということで、今日は、最近ね、直近で起こった、変化のところについてを中心に話をしていきましたということで、しばらくね、こんな感じでテこ入れが続いていくんでしょうと。で、このテこ入れ効果あったのかっていったところをきっとユーザーからフィードバック受けたくて、今回のね、このお知らせみたいなことが、来てるのかなというところで、もうぜひね、はい、ゲーム開発に携わっている方とか多分もしかしたらいるんじゃないかなと思うので、もうそういう方もぜひね、こういうのに参加していただくといいんじゃないかなって思っていたり、ラジバンダリということで。あれ、メロコクさん、興味ありにしたらエラー吐いた。さすがヘボに。なんと。はい、ということで。それでは、そんなところで、今日もね、遅くまでありがとうございました。結局12時半になってしまいました。たくさん、コメントありがとうございました。それでは、またね、よいしょ。来週も、火曜日の配信を予定してますので、また来週の配信でお会いしましょう。今日もたくさんのコメントありがとうございました。カメイさん、スパチャありがとうございました。はい。またね、来週も多分イベント関連のところ話していこうかなと思っていますので、よかったらご視聴いただけたらと思います。それでは最後にチャンネル登録や高評価をしていただけたらと思います。また来週お会いしましょう。おつじゃる様でした。